配信をご覧の皆さん、こんばんは、パッチです。さあ、今週も、パッチのロイヤル体研究所玩具レビュー生配信の時間がやってまいりました。イエイ。いやー、始まりました。パッチの俺が体研究所生配信、玩具レビュー生配信ということでですね、始めさせていただきたいと思います。いやー、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。いやー、もうね、例によってちょっとですね、アイドリングタイムということでですね、私のお口の滑りが良くなるようにですね、ちょっとアルコールを染み込ませる時間が必要でございまして、はい、取り留めのないお話を、させていただきたいな、なんていうふうに思っているんですが、いやー、ちょっとね、もう先週も先々週もなんか同じようなことばっかり言ってるような気がするんですけれども、いやーもうね、今日もなかなかハードな一日でございまして、もうね、もう金曜日、もう忙しくてですね、ギリチョンまでやっていつつ、さらにですね、今日、早朝からですね、子供たちの家族サービスということで、東武動物公園に連れて行きましてですね、それをやらなきゃいけなかった関係上、昨日金曜日もですね、もう今日の準備をしなきゃいけないし、仕事終わんないし、ね、あの、ま子供のちょっと教育的なあれでね、勉強を教えてあげなきゃいけないし、なんやかんや、いろいろ忙しくてですね、しかもこのね、生配信の準備とかもあるんで、もうね、寝られずもう結局寝たのがね、夜中になっちゃって、でも朝6時半とか、そんなんに起きなきゃいけなくて。いやー、それでもう朝からね、もう長時間車出して、で、一日中ね、子供たちと一緒にですね、動物園を一日中回りまくってですね、で、帰ってきて、お風呂入って、で、そのまま生配信に強行というねそういう状況で今ここに立っておりまして、まだね、何でしょうか、アドレナリンがバンバン出てるような状況で、まだね、なんとか踏ん張れてるんですけれども、いやー、この後キックバックが怖いなぁと。生配信でね、とはいえ、この時間がね、ちょっとね、僕の個人としてのね、心の潤いというか、そういう時間になっておりますのでね、やっぱちょっとこの時間を楽しむだけのね、体力がちょっと残っていてほしいなと思っておる次第でございます。いやー、もうね、なんか毎週毎週愚痴のようなことばっかりこぼしちゃっているんですけれども、まあね、おじさんになるとね、そういう話になってきちゃうんですよね。もう本当に。いやー、ただね、ちょっとね、せっかくね、ミニプラのこのご聖者シリーズね、非常にね、先週やっぱ楽しくて、いやー、このね、ご聖者のミニプラ、ちょっと大傑作だなと、はい、先週ちょっとね、いやもう、知ってたというかね、もちろんね、これ、パチ組みして遊んだりはしたもんだから、いや分かっていたはずなんですけれども、生配信でね、改めて触ってみて、やっぱりね、一人でいじってると、黙々といじるじゃないですか。そうじゃなくて、生配信の時って、喋りながらいじるんで、あの、
言語化しなきゃいけないんですよね。自分が思っていることとか。で、ちょっとね、いじりながら脳みその中で、あの、なんとなく思うことって、意外とこれね、言葉に直そうとすると難しいもんで、で、それを待ったなしでこうずっとひっきりなしにね、2時間3時間やるじゃないですか。で、そうするとですね、まあ自分の頭の中にあることを言語化してるような感じなんですけれども、あの自分でもですね、あ、そういうことだったんだとか、あ、僕ってそういうこと考えながらこれいじってたんだみたいなね、発見があるんですよ。おかしなもんでね。不思議なんですけれども、自分が思って、自分が考えて、自分が話してる話なんですけど、うん。喋った後に、あ、こんな考え方してたんだって自分でちょっとね、びっくりする時があったりして、うん。だからね、こう、うん、そうそうそう、先週のこのミニプラね、こう、いじりながら、こう、言語化をしながらですね、いろいろ喋ったり、喋りながら、それをヒントにして、あ、こうやったらいいんじゃねみたいな感じで、はい、アドリブでやったりして、で、それがね、すごく先週はハマっちゃってね、うわ、これめちゃくちゃ楽しいな、なんつって。だからミニプラのね、5セイジャー、ほんと、すごいですね。もう僕の中でぐんぐんと、評価が高まっている、はい、そういう感じになっております。ね。で、しかも今回は、さらにね、先週に引き続きましての、はい、5セイジャーミニプラシリーズの、はい、真打ちと言ってもいいでしょう。大人気、みんな大好きですね。5世グランド。こちらをレビューしていきたいなと思いつつですね、さらに、先週ね、やりませんでした、この、あのー、ミスティックですね。全然出てこねえ、頭が。なんだっけ。なんだっけ。頭回ってないですね。恐ろしいな。えっ、と、えミスティックブラザー。ブラザーが出てこなかった。そう。ミスティックブラザーです。はい。ミスティックブラザーも、一緒にですね、レビューさせていただいて、先週に引き続きこのセットで、レビューをさせていただきたいな、なんていうふうに思うんですけれども、いやー、これすごいですね。いや、ちょっとね、先週すごく楽しくて、で、ただね、ちょっと調整不足な部分が、引っ張り出してね、数年前に作ったものを引っ張り出してきたもんですから、やっぱ各所ね、ガタが来てて、なので今回もね、ちょっと先週のね、鉄は踏むまいと思いましてですね、ちょこ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 、調整をしておりました。はい。なのでね、先週、ちょっとね、プラプラになっちゃってる部分とかかなりあったんで、はい、ここら辺をね、ちょっと回収しまして、ちょっとね、いい感じにしております。なので、ちょっとね、今回はこの、5世グランド、それと、ミスティックブラザー、それとこの5世グランドを使っていろいろ遊んだりですね、さらには5世グランドと、はい、5世グレートのね、強化合体、スーパー合体であります、グランド5世グレート、はい、こちらをやりつつですね、さらにこの段階での全合体、
これをやっていきたいななんていうふうに思っておりますので、ちょっと今回はね、結構、はい、先週に引き続きましてですね、非常にこのボリュームのある、はい、生配信になるかなと思いますので、ぜひぜひ最後の方までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい。いやーもう恐ろしいですね。思ってる以上に頭が全然回っておりません。いやー、これは思いやられるな。あ、コメントいただいてますね。千葉さん、こんばんは。お父さん、お疲れ様です。あ、どうも、千葉さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、もうね、もう、弱音を吐いていられないというね。もう、いろんなね、こう、お父さんとしてのね、この、楽しませるっていうのと、教育しなきゃいけないっていうのと、また仕事する人としてね、お仕事しなきゃいけないっていうのとね、あと、やっぱ個人としてはね、楽しみたいということでね、バッチさんというね、バッチさん活動ということでね、俺が体研究所をやらなきゃいけないっていうのとね、こういろんなフェーズがあるわけで、で、これをね、同時進行でやんないといけないから、もうほんと24時間じゃ足りないんですよね、本当にね。もう本当に。で、しかもなんか知んないけどね、どんどん時間の経過が早くなってくるというか、もう年を追うごとにスピード感が増してきますね。もう1週間が体感3日ぐらいな感じに感じられちゃってますからね。いやー、体がついてこない。いやー、でも弱音を吐いてはいられないですからね、もう突っ切るしかないですね。うん。MKMK さん、こんばんは。あ、どうも MKMK さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。おとかめライダーセーバーさん、こんばんは。ごセグレートたち、最高です。今日は少しだけよろしくお願いいたします。あ、どうも、男仮面ライダーセーバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、ね、先週はね、結構この生配信終わった後に、サムネ作ったりね、あのあとはタイムラインですね。あの、チャプターを毎回毎回ですね、アーカイブ動画に設定したりしてるんですけれども、なんでね、チャプター切りをしていたときに、はい、もうね、先週すごいなと、最初の半分ぐらいがアイドリングタイムでベラベラ喋ってる時間になっちゃってて、なかなか、ね、でもその後すごいなんかこう跳ねたじゃないですか。だからね、この僕がね、エンジンがかかるこのアイドリングタイムをね、なんとかこう圧縮しなければならんなというね何にも考えないでね、居酒屋でダラダラ喋ってるのと同じような感覚で喋っちゃうとですね、いやー、酒飲んで管巻いてるね、ただの親父になってしまいますのでね、そこら辺はね、ちょっと節制しなければならないのと、ちょっと反省した次第なんですけれども、はい。そんなこんなんでね、まあちょっと今回はね、かなり盛りだくさんな内容になるかなと思いますので、うん、まだね、ちょっと体がまだ温まってない状態なんですけれども、はい、早速ですね、玩具なんかをね、いじりながら、お話しさせていただけたらな、なんていうふうに思っております。はい、それでは、今回のレビューを早速始めたいな、なんていうふうに思いますが、はい、今回ご紹介するのは、先ほど申し上げました通り、こちら、ドドン、ミニプラ、3号ロボであります、ミニプラ転送戦隊5星者3号ロボにあたります、5星グランドですね。この3体です。が合体する3号ロボですね。はい。それと、先週、ご説明いたしま、先週は登場しませんでした。ミスティックブラザーですね。
はい、こちらの方のレビューをしていきたいかななんていうふうに思っております。まずはですね、ちょっとね、ここら辺のヘッダー周りのお話をしてから、ちょっとミスティックブラザーの方のレビューに進んでいきたいななんていうふうに思っております。まあね、こうやって先週に引き続き、先週のラインナップからさらにね、ここの3体とミスティックが増えたっていう形なんですが、これ並べたようにですね、実はゴセイジャーっていうのは、はい、3属性のヘッダーたちの、はい、力を使って、ゴセイジャーたち、ゴセイ天使が戦うっていうストーリーなんですね。なので、実はね、3つの属性に全て分かれてるんですね。はい。今回、新たに、追加されましたのが、少々お待ちください。ごめんなさい。はい。頭が全然回ってない。すいません。えやばいな。ちょっと今日思いやられますね。ちょっと待ってくださいね。はい、失礼いたしました。はい、こちらが、五星グランディオンですね。五星グランディオン。それと、こちらが、シーレオンですね。シーレオン。で、こちらがスカイオンですね。はい。こちらの3体の五星マシンたちが追加になっております。で、この追加されたね、シーレオンは、この、水属性でありますシーク族の、はい、ヘッダーなんですね。ヘッダーの力を持っているものなんですけれども、で、さらにこの、五星グランディオン。はい、こちらの五星グランディオン、およびこの合体しているですね、五星ヘッダーであります、グランディオンヘッダーは、ランディック族ですね。ランディック族のヘッダーになっております。で、こちらの方のスカイオンと、およびですね、このミスティックブラザーに関しましては、これはですね、スカイク族ですね。はい、スカイクパワーの5星ヘッダーになっております。なので、こう、スカイク、ランディック、シークっていう形で3属性に分かれているというような状態になっております。はい、そんな中でですね、今回はこちらのですね、シーク族の5星パワーを持っております、ミスティックブラザー、こちらの方をまずはレビューさせていただければな、なんていうふうに思っております。さあ、それではですね、早速ちょっと手を動かしながら、いろいろお話をしていきたいな、なんていうふうに思っております。いやー、本当に頭ぼーっとしてますね。やばいやばい。よっこいしょっと。はい。こちらのミスティックブラザーの方をやっていきたいな、なんていうふうに思います。はい。こちらのミスティックブラザーは、モチーフはダチョウですね。ダチョウの、はい。ヘッダーになるんですけど、で、実はですね、こちらのミスティックブラザーは、分離してですね、はい。ヘッダーが2つあるんですね。で、ミスティックランナーと、エッグヘッダ
の2種類が合体してミスティックブラザーっていう風な形になっております。で、こいつは実はね、五星マシンのように見えるんですけれども、実はですね、ヘッダーなんですね。ヘッダーが巨大化して特殊に進化した形だったりするんですね。なので、ヘッダーとヘッダーが合体しているような状態になっている特殊なやつになっております。で、このミスティックブラザー、ね、形はのダチョウになっておりまして、まあ、スカイク族なんですけど、基本的には、走っている、地上戦になっております。地上戦専用のマシンになっておりまして、まあ、ダチョウなんでね、飛べない鳥さんなんで、スカイク族だったけど、鳥ちゃんなんですね。なのでね、まあ、これ本来白なんですけれども、まあ、基本的にはですね、グリーンの配色になっております。先ほども出しました通り、基本的には、スカイク族って、レッドなんですよね。基本的な、レッドっていうか赤系の、配色なんですよね。赤とピンクとホワイトの、色で統一結構されてるんですけれども、ね、今回ご紹介するスカイオンもそうですね、レッドなんですけれども、はい、こいつはね、めちゃめちゃ特殊なんで、グリーンが対色になっております。ね、なかなかこう、五星マシン状態でもすごいかっこいいっていうか、特殊ですよね。うん。結構、他の五星マシンとかが、やっぱりこの人間が乗る乗り物をモーフィングするというかね、あの、ある程度こう取り入れて、変形するじゃないですか。だから、タンクだね、ブルドーザーであったり、飛行機であったりね、潜水艦であったり、電車であったりっていうのがあって。だけど、五星ドラゴン、まあドラゴンもあれは旅客機がモーフィングされたりしてるんですね。だからこれに関してはね、モーフィングされてないんですよね。単純にダチョウちゃんなんですよね。だからここら辺もなかなか特殊で、型破りな状態になってて、面白いヘッダーだな、なんていうふうに思いますね。うん。ちょっとこいつだけ毛色が違うんですよね。うん。特別感がある。でね、こいつだけ、下手なんです。まあ、下手だからっていうのもあるんですけれども、等身大にちびっちゃくなったりですね、あとは五星グレートとかと合体するときにだけ、でっかくなったりできるんですよね。うん。というね、ちょっとマスコットキャラ的な要素もあり、だからこう、後にね、竜ソージャーとかの、えティラミーゴとかね、もうそんな感じでしたよね。恐竜状態のティラミーゴの状態で、ちっちゃくなって等身大になってね、日常パートで結構マスコットキャラ的な感じの動き方をしてたと思うんですけども、それのね、始祖に当たるかどうかわかんないですけど、まあ、似たような形の、扱われ方をしていたかな、なんていうふうに思っております。まあそこら辺はね、ご聖者はね、転送術があるので、まあでかくなるとかちっちゃくなるとか、さしたる問題ではなかったりするのかもしれないですけどね。うん。結構ね、ブライシンクロン的な、でかくなったりちっちゃくなったりっていうのを結構簡単にしてしまうというね、なかなか面白いキャラだったりします。なのでね、ちょっと結構愛らしい感じの、うん、デザインラインを持ってるなと他のね、補正マシンは結構かっこいいのが多いんですけれども、この子はね、どちらかというとかっこよさよりかは、こう、可愛いというか、可愛らしさとか、面白さとか、奇抜さみたいなのに振ったような、そんな感じの、ちょっと一風変わり種な、ヘッダーになっております。ただね、こいつ、実はね、結構重要でして、玩具的に。まあ、こいつはね、
まあ、単体ではこんな感じなんですけれども、実は、ゴセイジャーって、このヘッダーで、こう、いろいろ組み替えて、遊ぶっていうのがメインじゃないですか。なんで、結構そういうところ振ってるんですけれども、やっぱりね、足りないのが、手で動かして遊ぶっていう、このアクションによる遊びの部分なんですが、実はね、ゴセイジャー系のマシンにあんまないんですよね。なかったんですよ。なので、結構ね、その手で遊ぶとか、こう動くとか、そういう部分が足りなかった部分を実はね、補ってるのがこいつなんですね。なので、五線マシンの時はこういう感じでね、面白い感じのヘッダーになっているっていう奇抜さがあるんですけれども、真骨頂はこの2体のロボ。この2体のロボと合体をして、別バリエーションのロボになった時に進化を発揮するというね、はい、そういうような、マシンになっております。ね。まずは、こちらですね。はい。データスハイパー。このデータスハイパーと合体させて、ミスティックデータスハイパーの方に合体させていきたいと思います。それでは、合体をまずはして、遊んでいきたいな、なんていうふうに思います。はい、こちらはですね、ヘッダーですので、まずはですね、こちらのハイパーヘッダーの方は外しておきます。そして、この状態で合体をさせます。まずは、こちらの卵ですね、エッグヘッダー。こちら取り外しまして、はい、こちらはパカッと2つに割ることができます。そうするとで、中にね、このような感じで持ち手が入っておりますので、これをね、ぐっと回転させると、はい、データスハイパーが握れるジョイントが現れます。なので、このように反転して、はい、データスハイパー用の持ち手を展開させておきます。はい、そうしましたら、データスハイパー、こちらの手に、こんな感じで持たせます。はい、そうすることでですね、これボクサーグローブみたいな、はい、感じの武器を持たせることができました。ね。データスハイパー自体が武器を持って戦うというよりか格闘戦系のロボだったので、まあ、武器としてね、ボクサーグローブっていうのはなかなかいいとこついてますよね。うん。さらに、ミスティックランナーですね。こいつを変形させます。変形する際はこちらを展開いたしまして、少々お待ちください。ごめんなさい。はい、こちらを展開いたしまして、で、こういう状態にしましたら、こっち側だけこんな感じで反転させて、左右アシンメトリーな形を作っておきます。で、そうしましたら、爪をですね、正面側に向けまして、で、こちらもこんな感じで、こんな感じの形を作っておきます。そうしましたら、
中の後ろの羽を開きますと、中に、はい、頭部が、格納されておりますので、こちら展開。はい、そうしましたら、ヘッドオン。さらに、ハイパーヘッダーをヘッドオン。さあ、これで完成。ミスティックデータ数ハイパーだイェイ。はい、こちらが第1弾の合体ですね。バリエーション合体であります。ミスティックデータ数ハイパーです。はい、こちらはね、ミスティックランナーは、ヘッダーですので、ちゃんとですね、顔に変形するんですね。ヘッダーとして、頭部パーツに変形をいたします。なので、恐ろしくでっかいヘッダーになるんですよね。で、さらにね、余剰パーツにならないように、ヘッダーにさらにヘッダーがくっついてる状態。ハイパーヘッダーもくっつくので、いや、これはね、余剰なしで、データスハイパーがパワーアップ形態になったということなんですよね。うん、これなかなかいいですよね。面白い形態。で、さらにね、先ほどのお話で、このね、データスハイパーもう一つ特徴があって、動きですよね。が、この五星マシンの中で担当しております。で、この動きをするときはですね、ここのストッパーが効いてるんですけど、このストッパーを解除します。でスイッチを前に出ているものを後ろに起こすんですね。で、そうすると、解除されると、このような形で、はい、勢いよくここが回転するんですね。はい、これによって、攻撃をするというね、なかなかこう、面白いギミックを持っております。はい。ミニプラでもね、こういう動きを再現できるっていうのがすごくいいですよね。これによってこう、ただ合体させて遊ぶだけじゃなくて、こう、いろんなね、こう、動きを持って遊ばせ、手遊びができるっていうのは、うん、なかなか素晴らしいと思います。で、しかもそれをね、ミニプラでちゃんとこのギミックを再現してるっていうところが、めちゃくちゃ素晴らしいなと思いますね。しかもほら、ただ回るだけじゃなくて、ここでね、ちゃんとストッパーが効いたりするっていうね、芸駒ぶりを発揮していて、うん、かっこよさもあり、遊びもあり、もう本当に素晴らしいの一言につきますよね、これね。めちゃくちゃ素晴らしいなと思います。で、本来ね、このエッグが白なんで、白いグローブをはめてる感じなんですよね。うん。なのでね、うん。本当は白の方がちょっとかっこいいかななんていうふうに思ったり、あとね、この顔の部分がブラックなんですよね。このグリーンじゃなくて。だからここは黒で塗っちゃってもよかったななんていうふうに思ってるんですけれども、はい。で、またね、このハイパーヘッダーを頭にね、取り付けた時に、ちゃんとね、ここに冠パーツがこう出てるんですけど、この冠パーツがね、ちょうど顔を隠してるんですよね。これもなかなか面白い芸駒な部分だったりして、うん、これはね、すごくいいなと思います。この状態ね、頭が変わってグローブはめただけっていう感じなんですけれども、うん、これだけ大物のパーツがついているので、うん、データスハイパーからね、うん、ガラッと印象が変わって、あ、強化形態になったなっていうのが一目でわかる、うん、素晴らしい、ヘッダーだななんていうふうに思いました。いや、これはほんと素直にかっこいいですよね。かっこいいし面白い。はい。いっぱいコメントいただいてますね。オトカメライダーセイバーさん、今年のいつになるかわからないんですが、魂ネーションストア東京でエヴァ2号機を買います。5世ナイトは、
は、黒騎士以来で、シグナルマン以来のポジションで、最初から最強でしたね。無敵の追加選手でしたね。ああ、確かに確かに。ね、先ほど、あの、まあ、この後ね、やります、グランディオンヘッダーの変形した姿がですね、なんと6号、6号戦士というかね、追加戦士の五星ナイトに、はい、なんと変形するんですね。で、この五星ナイトってね、結構もう、五星ジャーの中で人気なね、キャラクターで、うん、なかなか追加選手の中でも異例な形のね、やつなんですけれども、すごい人気があるんですよね。うん。でね、もう本当にね、とにかく強いんですよ。とにかく強い。で、またね、人間じゃないっていうところもあったりね、あとは結構ラスボスとの深いね、因縁というか、そういうのもあったりして、すごいね、ストーリーの中核をなす存在だったりもするし、うん、なかなか深いキャラクターなんですよね。うん、だからなかなかそこら辺も面白いなと思うので、ちょっとね、あまり深く、あれなんですけど、後ほどグランディオンヘッダーご紹介する際にちょこちょこお話しさせていただけたらな、なんていうふうに思います。チアさん、シーレオンとスカイオンのデザインを、見るたび、兄弟院を思い出します。なるほどね。あの、昔ね、兄弟院っていうね、特撮があったんですよ。結構、えぐい設定だったりするんですけれども、で、兄弟院って、2種類のね、メカというか、ヒーローがですね、登場するんですけど、あれはい、2種類のね、失礼いたしました。2種類のヒーローが、登場するんですが、1人がですね、お兄ちゃんの方がスカイゼルっていうんですね。で、弟の方がね、グランゼルっていうんですよ。そんで、実際はね、もうサイボーグになっちゃっているんですね。で、変身する人の人格をですね、AI のようにコピーされてやるんですけど、だからね、その、顔がね、パカンとね、開くと中にこうね、テレビになっていて、その中にね、この、コピー元になった人格のね、映像がこう映し出すとかっていうね、なんかこう、いろいろ、当時としてはね、結構ショッキングなショッキングというか、奇抜なね、設定を持ってるヒーローだったりしますね。で、元になった、えっと、元になったね、人も、なかなかね、こう、いろいろあったりして、仮面ライダー2号の、一文字隼人をね、やられていた俳優さんが、やったりしてるんですよね、確かね。うん。というね、で、結構、その中のスカイゼルっていうね、お兄ちゃん側の方、空戦側の方、空戦がね、主体になっているヒーローの方のデザインがね、仮面ライダーフォーゼが出た時に、仮面ライダーフォーゼが、いや、兄弟じゃんっていうね、風に言われたっていうのがあったんですけど、確かに、スカイオンとね、グランゼルじゃない、スカイオンとシーレオンね、うん。まあ、こっちはね、ランディク族じゃなくてシーク族ですけれども、はい、そういう意味でもね、結構なんかこう、確かに通ずるものがあるかもしれないですね。特にね、スカイゼルなんか、
スカイゼルって、ヒーローの時と必殺技する時にね、なんか知んないけど、ブニョーンってなって、必殺技形態の時にね、ミサイルに変形するんですよね。その時になった顔がこれにものすごい似てるんですよ。うん。なので確かにね、そういう部分っていうのはあるかななんていうふうに思います。まあ、同じ東映なんでね、もしかしたらそういったところのオマージュみたいなのも含まれてるかもしれないですね。なんか結構ね、先週も、言わせていただいたんですけど、なんかね、ゴセイジャーって、過去のね、スーパー戦隊の、オマージュとかもね、オマージュっていうか、その要素をね、かなり取り入れているなっていうのを、先週の配信で気づかされましたので、もしかしたら、ね、スーパー戦隊じゃないですけど、そういった部分を取り込んでんのかもしれないですね、設定でね。それはそれで面白いですね。うん。オトカメラダセイバーさん、5000ナイトの声を演じている、小西さんは、後にウルトラマンジードの劇場版で、キルバリスの声、チビゴジラシリーズのジェットジャガーの声を演じています。ああ、そうなんですね。データスとロボタックの声は同じです。ありがとうございます。いろいろこう CV のお話をしていただきまして、ありがとうございます。なかなかね、僕は声優さんに全然頓着がないもので、そうなんだっていう感じなんですけど、素晴らしいですね。ありがとうございます。僕にちょっとデータが全く頭の中にないもんで、そういったところは、はい、ありがとうございます。チェアさん、キューブオクトパスを見たとき、ミスティックブラザーのポジションだなと思いました。本当にそうですね。キューブオクオクトパスも、このね、ミスティックブラザー、ミスティックランナーの、担っているポジションというかね、機能ですよね。あれも、キューブオクトパスって、獣王者ですね。獣王者シリーズに出てきました、特殊、追加のね、はい、キューブでして、キューブから、タコちゃんにね、変形するんですけど、そのタコちゃんは、ですね、ぐる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 っと足をぐるぐるっと巻くとですね、中に、バネなのかゴムなのかが仕込まれてまして、離すとぐるぐるという風に回転するんですよ。で、その回転のギミックを、こう、中央キングとかに足すことができたりしてですね、動きの部分を、はい、担当する、動きの遊びをロボに、こう、付加するというかね、追加するオプション的なね、要素を持った、はい、マシンだったんですけれども、まさに、それと全く同じポジションのキャラになるかな、なんていうふうに思いますね。だからこういう部分で、後からね、後付け、外付けで、こう、ギミックを付加していくっていうのは、めちゃくちゃ素晴らしいなって思いますよね。うん。だからなんかこう、例えばね、音が鳴るとか、光るとか、動くとか、こういう合体、変形以外の要素、で、かつ、ボーイズトイとしてね、こう遊ばせるための要素っていう部分は、最初から中に詰め込もうとすると、中途半端になるんですよね。実例を出しちゃうとあれなんですけど、例えば、九連王とかね。九連王は、後にね、僕は結構いいじゃんって思ったりしたんですけれども、当初のね、最初の、うん、見た時の印象は、やっぱりどうしても中途半端だなと思いました。でもやっぱそれしょうがないのは、ものすごいリッチなライトサウンドギミックを1号ロボに積んじゃってるんですよね。だから、それを入れるがために変形も合体もおろそかになっちゃう。中途半端になっちゃうんですよね。うん。だったら、そういうのは後付けでいいじゃんと。変形合体、まずは1号ロボは変形とか合体とか、バリエーション合体とかも含まれるんだったらそれも付随して、合体とか変形を楽しむものというふうにしてそこに振る。そうすれば、
そこのアイディアを詰め込んだいい1号ロボが出来上がるじゃないですか。で、そこに後から何かを取り付けて音が鳴るとか光るとか、動きが出るとか、っていうのを後からガッチャンコできるっていうのが理想的なパターンだなと思いますし、合体ロボなんだからそういうのが真骨頂なんじゃないのって僕は思っちゃうので、そういう部分で言ったらこのね、動きの部分っていうのは後付けで付け足したっていうのは、これすごく英断な部分だななんていうふうに思いますね。うん。だからそういう部分でもブンブンジャーのね、ブンブンジャーロボもいい形でしたね。というのは、音声ギミック、ね、ライトサウンドギミックを、ブンブンジャーロボ側に搭載せずに、後付けでね、ブンブンチェンジャーを背中にガッチャンコンして、ブンブンチェンジャーがそれを担ったみたいなところがあったじゃないですか。僕はあれすごくいいギミックだなって思って。まあ、要はそういうことですよねって思いますね。うん。外付けで後からこう、ギミックを付加していくというか、このギミック付加していく方式こそが、合体ロボとして正しい、うん、運用の仕方なんじゃないかな、なんていうふうに本当に思いますね。で、その方が楽しいしね、こっちも。くっつけていくことによって、合体して、強化合体して楽しいし、動きも出るし、音も鳴るし、光るし、みたいな、こうどん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 こうね、ガチャ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 こう積み増していける楽しみっていうのがあるじゃないですか。だからそういう意味ではすごく素晴らしいなぁなんていうふうに思います。オトカメライダーセイバーさん。特撮ヒーローシリーズはよく考えられて面白いことを思いつき、ファン、ものすごい影響を与えてすごいですね。ああ、本当にそうですね。もう、やっぱね、うん、特撮って、やっぱりこう結構夢じゃないですか。ね、今あるものを描写するんじゃなくて、やっぱね、想像上の中のものを、具現化していくっていうものじゃないですか。しかも一発二発じゃなくて、それを主軸にして、幾重にもわたるね、ストーリーを紡いできたわけじゃないですか。そういうね、ね、SF のね、最たるものを土台にしてですね、さらにそこにね、ロボットとか、ね、マシンとか、うん、そういう要素をこう積んでいく形ですよね。だからこれってもうほんと人が想像しうる想像力の、まあなんかこう最たるものみたいなところはもうあるじゃないですか。もうほんと頭脳遊びだと思うんですよ。だからそういう部分っていうのをかなりね、こう特撮っていうのは担っているんじゃないの、日本の文化の中においてね。うん。だからそのアイディアを絞るっていうところが真髄だと思うんですよね。うん。だからそのアイディアっていうのは本当にね、素晴らしいものだと思うし、うん。他のね、国が真似できてない部分ですよね。うん。ゼロから生み出せてるっていうところが、うん、素晴らしいところなんだなぁなんていうふうに思って。だからこそ、まだない部分をほじくり返してやろうみたいなね。うん。そういう、このね、フロンティアスピリッツというかね、そういったのが発揮される部分の、あの、ものなんじゃないかな、なんていうふうに思うんですよね。それは、まあね、僕はもうこのね、40何年間生きてて、一番好きな部類のお話なんでね、それがね、日本がこう、特有の文化みたいな形で、こう、花開いてるっていうのは、まあ、全然関係ないですけど、やっぱりちょっと誇りに思っちゃう部分だったりしますよね。うん。そういう意味で、まあ、ファンにもね、すごく影響を与えてるっていうのは、本当にそう思いますね。
素晴らしい文化だと思います。山中幸雄さん、主さん、皆さん、こんばんは。お疲れ様です。今日は Amazon からゴーカイジャーのデラックスゴーカイ王が届きました。とてもかっこいいですね。山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そして山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。ゴーカイジャーのゴーカイ王を手に入れられたということで、いや、ゴーカイジャーいいですね。ゴーカイ王ね。以前、生配信でね、いろいろこう、ゴーカイジャーをやらせていただきましたが、実はね、以前やったゴーカイジャーのデラックスのね、レビューシリーズで、あれだけ持ってなかったんですよ、僕。風来丸。風来丸だけ持ってなくて、それはね、レビューできてなかったんですよね、その時。だからね、その後ね、手に入れたんですよ、僕。だからね、もう一回、風来丸をレビューするっていうのを過去つけてですね、もう一回遊びたいな、なんていうふうに思っているので、ちょっとそれもやりたいな、なんて思ってるんですが、山中幸恵さんも豪快じゃ素晴らしいと思いますので、ぜひ楽しんでください。オトカメライダーセイバーさん、スーパー戦隊シリーズはシリアスとコメディの両立がよくできていましたね。ロボが武装するのはロボではないんですが、ガオレンジャーのガオキングが最初でしたね。ガオレンジャーから集めるのが大変になりましたね。ダチョウが協力して5世グレート合体は今までなかった、要素で、特撮ヒーローはアニメでは思いつかないことをするので面白いです。確かにおっしゃる通りですね。やっぱこう、スーパー戦隊って何がすごいって、なんかいろんな要素を全部一身に背負っちゃってたと思うんですよ。文化のね、ど真ん中の部分を。で、何かっていうと、やっぱりこう、ロボット文化っていうのの最後の砦というか、ロボットってこういうことだったよねっていうロボット玩具遊びの魅力とか良さっていうのはこういうものだったよねっていうのを毎年毎年別の切り口で表現しようとしてたじゃないですか。で、しかもそれが日本のね、中の新規ですよ。要は3歳とか2歳とか3歳とかっていうちびっこですよね。ド新規。ド新規が最初にこう触れるロボ文化を担ってるわけじゃないですか、スーパー戦隊が。で、しかも、そのスーパー戦隊が新たなボーイズトイの遊び方の提案っていうものまでも担うじゃないですか。で、しかも、子さんも喜ばなきゃいけないっていうんで、いろいろこうね、思考を凝らせずじゃないですか。だからこう、いろんな要素がこう、あり、ここに凝縮されてるんですよね。スーパー戦隊ってそういう意味ですごく偉大なシリーズというか、で、他だってロボットあるじゃない。アニメだってロボットのアニメあるじゃんっていうのもあるんですけど、あるいはね、他のね、ロボットアニメ、過去のね、ロボットアニメとかスーパーロボット対戦とかでリバイバルして、今ね、リメイクされたりしていいじゃんみたいな話があったりするんですけど、そういうのってのは、大人向けになっちゃってるんですよね。あくまでも、ロボット文化っていうのは、子供のものなんで、新しい新規の子供たちが入ってこなければ途絶えてしまうんですよ。それこそ伝統芸能みたいになっちゃうんですよね。伝統芸能になるか消滅するかっていう形になっちゃうじゃないですか。だから、新規を取り込みつつ、ブレずに
ロボット玩具とはこうだっていう軸、柱になりつつ、っていう大黒柱なんですよね。で、そこに生えた枝なんですよ。かっこいいく、リファインしてね、まあなんか分割線いっぱいバリバリにつけちゃったみたいなやつとか、ああいうのとかっていうのは確かに見栄えはいいですよ。だけど、あれはあくまでも枝葉なんですよね。うん。あれが幹にはならないんですよ。どんなにかっこよくても。なんで、この大黒柱っていうのがめちゃくちゃ大切なんですよね。で、しかもそれっていうのはロボットっていう形だけじゃなくて、ストーリーもそうでなくてはならないんですよね。だから、ヒーローのデザインっていうのはシンプルでなければならなかったし、お話だって子供たちが食いつくお話じゃなきゃいけないから、朗らかで楽しくて明るい雰囲気っていうのは出さなきゃいけないんですよね。だけど、長いストーリーを紡ぐ中で真剣に戦うっていう部分を手放しちゃったら終わりなんですよね。だから、長いロングスパンでの軸としてはシリアスな路線をつきつつ、単発単発ではコメディね、コミカルなもの、あの、で明るいストーリーの連続でなければならないっていうね。すごいね、両面を持ってるんですよね。ロボットのこの担っているものもそうだし、ストーリーもそうなんですよね。うん。で、デザインだってそうなんですね。シンプルで子供がね、手書きでできるようなものじゃなきゃいけないけれども、奇抜で今までなくて、大人もおいおいかっこいいと思うものでなければならないっていうね。両面性があるんですよね、全部にね。だから、すげえむずいと思うんですよ、スーパー戦隊って。それはね、本当にそれを50年も続けてたんだから、いやー、これはすごいものだなと、本当に思いますね。そういう意味でシリアスとコメディの両立っていうのは、本当にそうだなっていうふうに思います。でね、ロボが武装するっていうのがね、こういう感じでバリエーションがあったりするっていうのは確かにガオレンジャーがスタートなんですよね。うん。でも、あのバリエーションっていうのがあるから、ね、最初の1号ロボっていうものが飽きられないで済むっていうね、合体の本質ってそういうところだったりもしてて、例えばマジンガー Z みたいに、最初に出てきたロボを1年間愛し続けるっていうのは、すごく大事なものだったりするんですよね。うん。だけど、やっぱりそれだけだと、やっぱり行き詰まっちゃうんですよね。うん。もちろん最初のロボットをずっとめで続けるっていうのも大切なんですが、それだけではなかなか息が続かないから、ゼータガンダムのように後半から主役機が変更になる。で、パターンを、あの、ですよね。を取り込んでたのが昭和後期だったりするじゃないですか。ね、フラッシュマンであったり、マスクマンであったりね。うん。だけど、それはそれでまた、同じパターンでやるとだれてしまうってなったら、じゃあどうするのさってなった時に、強化合体ですよね。うん。あの強化合体は、1号ロボを無駄にしない。例えばお誕生日プレゼントで1号ロボ購入しました。でも後半から物語に出てこないっていう風になっちゃったら、ね、そのせっかく買った宝物の1号ロボが
なんかこう、1年経たずにお払い箱になっちゃうじゃんと。でこれは忍びないし、なんかちょっと悲しいですよねっていう風になって、だったら1号ロボも残しながら、新しいロボもありながら、1号ロボを合体させることによって、1号ロボをパワーアップするっていうことによって、結果1号ロボを1年間愛し続けるっていう形になっているっていうのが、スーパー合体の本質だったりするじゃないですか。で、さらにそこをもう別バージョンになったのがガオレンジャーのバリエーションですよね。1号ロボをめでつつ、それがバリエーションで変化していくってパターンを足していったっていうのがガオレンジャーの発明だったと思ってて、でそれをすることによって1号ロボをずっと愛すことがファンの方もできるし、売り手側はオプションを売ることで年間通じてずっとお金が落ち続けるという課金システムを手に入れることができて、両者ウィンウィンっていうね、そういう素晴らしい論法を作ったっていうのはやっぱガオレンジャーの発明でしたよね、あれは。まあこちら側は大変ですけどね、確かに。でもまあ素晴らしい方式だったんだなと思います。チャンさん、パーツの使い方が、贅沢に見えるのは時代を感じますね。ああ、本当にその通りですね。うん。あのーこのね、ミスティックブラザーのこのね、回転ギミックであるとか、後でグランディオンヘッダーもやるんですけれども、とにかく今だったら多分絶対やってないです。ゴセイジャーのミニプラに全般に言えることなんですけど、多分今の時代でこのゴセイジャーのミニプラっていうのが開発されるんだったら多分こうはなってないと思います。うん。多分いろんなとこがオミットされてる部分がかなりでかいんよなって思いました。だから、うん。もう総じてすごい出来です。ミニプラです。すごい出来のミニプラですよ。本当に。デラックスに遜色ないようなギミックを備えつつ、稼働とかプロポーションは、ね、もっと、あの、バージョンアップしつつ、だから変な話、いや、これはデラックスがどうとかっていう話じゃないですよ。もちろん僕はデラックスはめちゃめちゃ大好きですし、ね、以前もね、かなり熱の入った、配信をさせていただいたぐらいなんで、僕はデラックスのご聖者シリーズ大好きなんですけど、なんだろう、ミニプラって、遊びの上では結構、その上を行っちゃってるなっていう印象すらあるぐらい、結構完成されたミニプラって感じがしますね。うん。だからこれ本当に思っ自分でも理解していた以上に傑作のミニプラだなと思いました。だからこれはね、本当にミスティックもちろんそうだし、他のミニプラも、他のね、合成マシンも、いや、これは本当に、この当時の時代だったから、これだけの完成度を持ったね、熱量の持ったミニプラが生まれたんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。うん。で、これは決してね、子供を軽視してもないと思いますよ。だって子供を軽視してたらこんなくるくる回転なんてやんないじゃないですか。だって、おじさんは別にくるくる回転はそこまで評価しないと思いますよね。だから、こんだけすごいギミックを付加してまで、多分この動作をやる意味合いっていうのはないと思うんですよ。おじさん向けだったとしたらね。だからあくまでも子供向けだと思います。でも子供も多分これだったら、うん、夢中になると思いますよね。だからね、
まあ、これ以上言っちゃいけないのか。まあね、ちょっと乗りかかった船だからちょっとだけ言うと、やっぱり、やっぱり、今年のミニプラ、子供のために、子供のためにこう振りました。原点回帰でとかっていう話があるじゃないですか。いや、もちろんそうだと思う。それも大事だと思いますし、ね、原材料費高騰がどうちゃらこうちゃらみたいな話もね、わかりますよ。もうおじさんなんでね。なんですが、なんか、多分、4割は言い訳が入ってると思いますよね。うん。それで、こうなりましたっつってお出ししたのがね、今年のミニプラのあの感じでしょ。まあもうなんか、作ってる側もやりたくないけどやってますみたいな雰囲気もね、しょうがないから惰性でやってるみたいな。で、なんかいろいろね、うーん、なんかこう、表現の仕方だけかしくなって、なんかね、こういう意図があってこうしたんですみたいなことはいろいろ巧みに言いますけど、いや、それ本当は本心で言ってないでしょっていうね。本当は違うでしょっていうところがやっぱり透けて見えちゃうじゃないですか。透けて。なんかね、本気でぶつかってないですよね。本気では。って考えると、本気でぶつかってるんですよ。ガチの理想形を追い求めてやるっていう、このガチンコ感がありますよね。これ、だから、このね、十何年もまたいでですよ。久しぶりにパチ組み遊んでますけど、やっぱり感じますよね、魂を。だからね、前回も結構ね、生配信で熱く語っちゃったりね、もうめちゃめちゃ楽しんでね、もう夢中になって遊んじゃったりしたじゃないですか。やっぱこれは、作り手側の思いというか、魂が乗ってるからですよね。で、それがこっち側も受け取っちゃうから、ああなるんですよね。そう考えると、やっぱゴセイジャーのミニプラ、まあゴセイジャーだけじゃないですけど、特に感じたのはやっぱゴセイジャーのミニプラ、すごいガチンコ感ですよね。これは素直に素晴らしいと思います。本当に。ジャーさんのおっしゃる通りですね。もうパーツの使い方以下で、もう本当にそういうのっていうのを、もう本当に深く感じますね。仮面ライダーセイバーさん、データスハイパーはボクシングみたいに戦いますね。その最初がライブマンのライブボクサー、オーレンジャーのオーブロッカー、ゴセイジャーのデータスハイパー、そして、一旦最後が50ジャーの50ポーラーでしたね。仮面ライダーでは平成ライダーのライダービルドの2号ライダー、仮面ライダークローズこと万丈龍河がボクサーです。仮面ライダークローズもボクサーみたいに戦います。ボクサーっていう部分の着目ですね。いや、確かにそうですね。もうボクサーロボってのはいろいろいますもんね。スーパー戦隊のロボの中にもね。そういう意味では結構確かにね、そういった部分をクローズアップしてね、出すっていう。またね、データスハイパーに格闘戦っていうのをね、入れてくるっていうのもいいですよね。なんかこう全部にこうしっくりくるようなものに、収まるべきところに収まってる感じが、すごく小気味いい。そうそうそう。データスハイパーだったら、やっぱりこうなりますよねって思いますもん、本当に。だからこう、収まるところに収まってる感があって、すごくいいですね。チャーさん、ミスティックデータスハイパーは手裏剣陣に通ずるインパクトがありますね。確かにね。まあ、手裏剣陣もね、さることながらね、このデータス、ミスティックデータスハイパーもね、こう、頭にこうドカーンとね、こんなもんが乗っかるっていうのは誰が想像するよみたいなね。そういう部分のはっちゃけ感みたいなことですよね。
それは本当にその通りですね。オトカメライダーセイバーさん、ミスティックデータサイパーかっこいいです。カブタック、ロボタックがスーパーチェンジしてさらに合体した以来ですね。ああ、確かにそうですね。うん、これ自体がカブタックって感じだし、カブタックのバリエーション合体っていう感じですよね。要はね。うん、確かに。メタルヒーローをやってたからこそ、その後のスーパー戦隊シリーズに受け継いでいるのはすごいです。わかります。素晴らしいの一言ですね。50戦隊までいたのはなかなかできることではないですね。ロボタック、カブタックを思い出せるヒーローですね。ああ、本当にそうですね。前回も、ね、このデータスハイパーの時に、いろいろ語っちゃったんですけれども、やっぱこれね、データスハイパーが、ロボタック、カブタック的なね、こう、スーパーチェンジ的なね、マスコットキャラから、こうね、ヒーローキャラに変形するっていう、この要素ですよね。で、この要素っていうのも、引き継いできてるっていうのは、すごく、ね、なんか集大成感があって素晴らしいし、でそこにこういうふうに合体も入れて、さらにそれがね、スーパー戦隊のロボットも強化合体するというね、もうなんかこう、いろんなものてんこ盛りっていう感じがあって、すごくいいですね。うん。オトカメラダセイバーさん。どこ、すいません。見失ってしまった。ブラジラが五星ナイトをなぜ裏切ったかは謎のままですね。五星ナイトが五星ジャーに敵対みたいな感じが最初ありましたが、今までの対立とは違いましたね。五星ナイトはかつて1995年最後の東映スーパーヒーローフェアの人造人間ハッカイダーの主役ハッカイダーを放出させるキャラでしたね。女性の元アイドルが特撮ヒーロー大好きで五星ナイトの大ファンで五星ジャーの時は五星ナイトしか見てなかったそうです。五星ナイトは特撮ロボジャンパーソン以来の最強すぎるヒーローでしたね。あー、なるほど。五星ナイト系のお話ですね。はいはいはい。確かにね、いろいろね、五星ナイトにはまつわるお話がいろいろあるんですよね。また、設定もね、結構深いんですよ、五星ナイトって。うん。まあ、五星ナイトね、OK。五星ナイトの時にね、ちょっといろいろお話しさせていただければなと思います。確かにね、男仮面ライダーセーバーさんおっしゃる通りですね。五星ナイトね、めちゃめちゃ素晴らしい、あれなんですよね。キャラなんですよね。そうそうそう、そうそうそう。僕もね、アイドルあんまり詳しくないんですけど、その話してます。なんか、ね、特撮ヒーローファンで、かつね、一番の推しキャラが五星ナイトって言ってたアイドルさんがいたんですよね。僕も見ました、それ。うん。あんまり詳しくないんで、僕、アイドル側は。お名前は存じ上げないんですけれども、はい。そういうのがあったっていうのは知ってます。そういうのも嬉しいですよね、なんかね。スネマさん、こんばんは。遅刻申し訳ありません。今日もバチさんの配信で、疲弊した体を回復すべく元気を分けてもらいに来ました。リスナーの皆様からも元気もらっちゃおうと、皆様本日もよろしくお願いします。スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、もうそう言っていただきますと、やってる本人は出がらしなんですけれども、元気がないからアルコールでドーピングをしながらやってるような状態なんですがそれでよければぜひ吸収していっていただければななんていうふうに思っております。オトカメラダセーバーさん、五星ナイトはほとんどジャンパーソンと同じで銃で戦っていましたね。五星ナイトが五星ジャーと一緒に、ユーマ銃との最終後、マントリティスとの戦いが始まり、五星ナイトが、他組織と戦わないでしたが、博士の息子さんの言葉で五星ナイトは改めて戦う決意をするのは感動でした。五星ナイト周りのあれですね、本当に
五星ナイトのね、お話は本当にカメラダセマだ。かなりね、深い、こう、敬愛があるようで、いや、それは本当に素晴らしいですね。うん、本当五星ナイトは、結構ね、五星ジャーの根幹をなすようなね、ストーリーの根幹をなすような、キャラなんですよね。うん。そういう意味で、うん、すごくいいなと思います。ちょっと近い部分が、50ジャーのね、50ポーラーにもちょっと言える部分かな、なんていうふうに思うんですけど、50ポーラー、50ジャーもいいですし、最後のスーパー戦隊だし、あれだけ頑張ったしね、僕は素晴らしいなと思ってるし、うちの娘ちゃんもね、大好きで、50ジャーからね、かなりスーパー戦隊ハマってるんで、まあ、ドンブラザーズにハマって、50ジャーにハマってって感じなんですけど、だからね、本当に素晴らしいんですけど、ただね、こう、お話の、まあ僕、作りとしては、確かにね、ストーリーの根幹を過去の戦いから引き継ぎつつ、現在の戦いでも中核をなすっていうポジションを持ってる。で、それが徐々に明かされていくっていうのは、結構50ポーラーと近しい部分もあったりすると思うんですけど、五星ナイトとかね、五星ジャーのいいところは、あのね、すごいキーパーソンだし、すごい重要だし、すごい、物語の中核をなすし、めちゃめちゃ目立つんですけど、あくまで、現代の、五星ジャーたち、五星天使たちが主人公のお話としてまとまってるんですよ。だからそういう部分で主役を食わないっていうところはわきまえているような出方なんですよね。あくまで。でも、めちゃめちゃ存在感バリバリみたいな、そういうね、素晴らしいキャラなんで、そういう意味では、うん、ゴセイジャーの、こう、僕は、素晴らしいポイント、五星ナイトのね、出し方の素晴らしいポイントが、そこにあるんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。まあ、五星ナイトは、後ほど詳しくお話しさせていただければなと思います。チャーさん、戦隊ロボの歴史は語り継ぎたいですね。ねえ。なんかね、そう。そうなんですよね。前回、ミニプラ語りをしたいななんていうふうに思ってこれを出してきたんですなんて言って、結局、俺合体が、あの、盛り上がりすぎちゃって、それどころじゃねえみたいな感じでちょっとね、すっ飛ばしちゃったんですけど、まさに言いたかったのはそこなんですよね。うん。言いたい部分と、失ってしまった部分とっていうのの解像度を上げたいっていうあの傷口に泥を塗り込みたいみたいな感じになってますけど、やっぱりね、失ったもののでかさっていうものを多分結構可視化されてないというか言語化されてないような気がするんですよね。うん。で、僕はほら大好きじゃないですか。まあ僕も皆さんもそうだと思いますけど、スーパー戦隊のロボットが大好きなんですよね。で、スーパー戦隊のみならず他のロボットも好きで、その中でもスーパー戦隊ロボ好きじゃないですか。っていう立場からの、解像度っていうのがあるんですよね。でそこの解像度から見させていただく、語らせていただくと、ちょっとね、危機的状況だなと思いつつ、今現段階で現れているね、ことが、その、
スーパー戦隊が終わってしまうっていう話が出た時に語らせていただいたものや、世に出さないけど動画に撮ってね、罵詈雑言を言ってしまったんですけれども、その時に語った内容と全く今一致してる状況なんですよね。ということは多分、その解像度で語ったことっていうのは割と、的を射ていたのかなと自分では思っていて、じゃあそれがね、僕が言っていたことが的を射てしまっていたのであるならば、結構残酷な状況というか今ね、でそれが意味することとはっていうところまでいっちゃうんですよ、僕考え方がね。でその意味することとはを言語化していくとですね、かなりうつうつとした形になってしまってですね。だからこう、生配信で語るべきことかとかね。なんたって僕、それ動画に撮った時にボツったんですよ。はい。生配信で結構、プロジェクトレッド出る時に罵詈雑言言ったと思うんですけど、それじゃあとてもじゃないけど足りないからっていうんで、うん、今後スーパー戦隊が終了して起こることみたいな感じの切り口でですね、動画を撮ったんですよ。ただね、動画を撮って編集を途中までしたんですけど、自分でね見返してみて、これはちょっともう出したらダメだろうと僕のようなね、超弱小のカトンボね、吹けば飛んでくようなカトンボのようなチャンネルのね、の責任もクソもあったもんじゃねえようなね、チャンネルの人間ですら、ちょっとこれはやめとこうっていうふうに思うぐらい言い過ぎちゃった動画だったりしたので、そこでね、動画はちょっとやめたんですけど、まあ、それと似たようなことを生配信で言っていいものかどうかというね、自分で自制してる部分であったりするんですが、なのでね、ちょっと、そう、そうですね。ただこれね、話し始めると多分2時間3時間コースになるんでうん、ちょっと一旦自制しとこうかなと思います。じゃないとね、これせっかく楽しいごセイジャーがね、ちょっとなかなか、ピッチャーさんの視点はすごく素晴らしいと思います。僕がね、ちょっとね、語りすぎちゃう部分があるので、ちょっと今はね、一旦セーブしようかな、なんていうふうに思います。おとかめなだセーバーさん。最終決戦で五星ブルーたちが自分たちを犠牲にして五星レッドをパワーアップさせようとしましたが、新たが反対して5人でブラジラを倒すのは、これぞ戦隊ですね。なるほどね。まあそこら辺もね、対比なんですよ。対比があってね、ブラジラと新たの対比なんですよ。ブラジラはそれをやっちゃったんですよね。1万年前のユーマ獣との戦いで、同じようにあの五星天使として戦ったんですけど、1万年前はこういう戦い方をしましたが、現代の新たたちはこういう戦い方をしましたの対比なんですよね、それもね。だからそれはすっごい長いね、1年間の流れの中の伏線なんですよ。伏線回収みたいなところが一番最後に持ってくるっていうのがすごいんですよ。でも真剣じゃんみたいなんですよ。まあ真剣じゃもね、前年の真剣じゃも本当に戦隊史に燦然と輝く伏線回収をしたじゃないですか。やすこにゃんとあったじゃないですか。でそのね、翌年のゴセイジャーもね、実はその1年間の中でそれやってるんですよね。だからそこはね、熱い部分、深い部分なんですよね。後ほどやります。できるかどうか、そんなだらだら喋っていいものかどうかっていうのは分かんないですけど、五星ナイトに絡めた話になるかな、なんていうふうに思います。おとかめなだセーバーさん。えー、
豪快じゃ素晴らしいです。母と自分大好きです。かっこいいのを作ろうと面白いのを作ろうの、東映つぶらや東宝はすごいですね。スーパー戦隊のさらなる良さは、悪とも分かり合えるのはすごいですね。特撮ヒーローや怪獣はただ倒せばいいやではなく、奥が深く戦うとは人間とは正義とはずっと語られていますね。スーパー戦隊のゴレンジャーも最初からそうだったと思います。もう本当そうですね。スーパー戦隊の良さっていうのはそういうところにあるってことですよね。うん。やっぱりね、こう子供たちに見せなきゃいけない部分なんで、やっぱこうメッセージ性が強くなるっていうのはやっぱりそうですよね。なんかどっか何かを訴えなきゃいけないっていう部分をストーリーの中にねじ込んできてはいますよね。それは多分全部の戦隊の中に言えることなのかなと思ってて、やっぱその、うん、1年通してのメッセージみたいなのを1個ポンと中核をなすメッセージっていうのが必ず戦隊の中に1個ポンと入ってる。でこれっていうのはすごく大事な部分だし、それがあることによって、ね、一見コミカルで、ね、子供向けっていう風に言われちゃうような話でも、やっぱ大人が見ることによって、ああ、なるほどねっていう風に思わされるようなことも出てくるんですよね。やっぱそこが深みとなって、話の深みとなって出てくる部分だったりしてね。だからやっぱ脚本ってそこら辺はすごい重要というかね。だからそれをよく表してたなって思います、スーパーセンターはね。うん。結構ね、うちの子供なんかにも言ったりするんですけど、あのー最近でね、それ本当によく思ったのは、ブンブンジャーとかもそれよく思いましたね。あれね、ブンブンジャー、ただ見てるだけだと、ストーリーなぞっただけだと、ああ、なるほどね、ああ、こういう感じねっていう風にして終わってしまう物語のように見えるんですけど、あれね、他の要素と照らし合わせるとですね、恐ろしいぐらい深い話なんですよね、あれ。これ語り始めると2時間3時間になるんでやめますが、あれもすっごい深いんですよ。本当ワンピースみたいな感じになってるんですよね。ワンピースも怖い、あれ、ね、ただなぞってると漫画として成立してなくなってんじゃんとか、字ばっかりじゃんみたいな感じでね、どんどんつまんねえみたいな人が増えていってますけど、あれね、うん、ただの少年漫画じゃないんですよね。だから、なんかこう、すげえなーって思います。そういうのに通ずる、ワンピース的な感じのね、通ずる部分っていうのが、なんとね、50ジャーじゃなくて、ブンブンジャーはあるんですよね。ブンブンジャーこれね、だから、多分これ結構、うん、伝わってないと思います、ほとんど。話の根幹のね、部分。なんかこうメッセージとして伝えようとした部分っていうのはね、結構ね、多分伝わってないと思うんですよ。だけど、多分戦隊の中でも、うん、トップクラスに詰め込んでる戦隊だったりするなと僕は実は思っちゃったりしてて、ブンブンじゃ。ちょっとこれ語りたくなっちゃうとまずいんで、ここでやめますが、はい。またね、機会があったらちょっとそういうの深掘っちゃう配信なんかもしたいななんて思いますのでその時にぜひ、まあ、そんな感じでね、スーパー戦隊とかっていうのはやっぱりそういうね、深い部分があるんですよってことですよね。ライムさん、こんばんは。ミスティックデータサハイパー、水機械でしたっけ？どうも、ライムさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そうですね。スーパー戦隊のね、特有の素晴らしいね、あれがありますよね。お父さんにも、楽しませてくれるというね。そういう回でした。いや、ね、先日やりましたね。オレンジャーなんかもね、
そういうのを結構ね、お色気要素いっぱいね、含めて、素晴らしいね、お父さんに優しいスーパー戦隊だったりしましたね。うん。中村た中村さんがね、素晴らしく素晴らしいというね。オト仮面ライダーセイバーさん。バトルフィーバー J からバトルフィーバーロボがいなくなったら、ゴレンジャー、ジャッカーと同じでどうなっていたかわからなかったですね。バトルフィーバーロボ、大鉄人17レオパルドには感謝です。1号ロボは最初から最強なので、と相棒なので、切り離せないですね。五星ナイト対ダーク五星ナイトの戦い、一度見たいですね。グランセイザーに後に登場する大セイザーはスーパー戦隊ロボの最終形態に影響を受けているって言ってすごいです。ああ、確かにね。うん。まあ、やっぱスーパー戦隊のロボがね、スタートしたのはバトルフィーバー J でしたからね。だからやっぱスーパー戦隊というのはロボと一女なんで、だからそういう意味で言ったら、あのー、1号戦隊はバトルフィーバー J っていう風になってたし、で、それがね、ライブマンあたりまではそんな感じだったんですよね、確かね。うん。ライブマンの段階でなんか10代戦隊なんちゃらかんちゃらみたいなのがあって、そう、10番目だったんですよね、ライブマンがね。うん、10番目の戦隊だったんですよね。その当時まではね。うん。で、その時にね、スーパー戦隊っていう表記がなかったんですね。10代戦隊なんちゃらかんちゃらみたいな感じで、スーパー戦隊ってもっと後なんですよね。付けられたのがね、シリーズ名が。それまでは戦隊ものみたいな感じでなってて、で、その時、そういう風に語られてた時の1号はバトルフィーバー J だったんですよね。うん。それが遡ってゴレンジャーからっていう風になったのは結構その後みたいな感じでしたね。うん。そういう意味で言ったらやっぱバトルフィーバー J はすごいですし、まあそのバトルフィーバー J にロボが出てきたのもそもそもその前年の東映スパイダーマンのレオパルドンの大ヒットからですからね。それを受けてのアメコミチックにしつつ、ロボ出しつつっていう、その東映スパイダーマンから抽出したエッセンスを和物のヒーローにぶち込んだっていうのがスーパー戦隊のスタートですからね。うん。そういう意味では結構面白いですよね。そういう部分もね。うん。だからそれはとても素晴らしいことだし、それが50年続いてるっていうのも日本の素晴らしき戦隊文化っていう部分があって、僕は大好きですね。グランセイザーね、大セイザーね、合体するやつですよね。あれももったいないですよね。最後ね、大セイザーっつって全部合体して、恐竜、怪獣ロボになるんですよね、全合体ロボがね。うん、ただ、やっぱりそれまでのデラックスロボを全部合体させられるような、なんかこの強度がないというかサイズ的にも、それは無茶だろみたいなサイズになっちゃう。もう本当に、あの、トランスフォーマーのタイタンクラスぐらいのサイズになっちゃうんで、だから、ついぞね、ちゃんと変形するデラックスロボで大セイザーに合体っていうのはできなかったんですよね。だから、デラックス大セイザーって、他のね、セイザーロボの非変形のやつがついてくる、なんかプラデラチックな感じになっちゃったんですよね、最後ね。大星座に合体できはするけれども、みたいな。他は別にね、分離とか変形とかできないみたいな。そんな感じの結構中途半端なね、ラインナップになっちゃったんですよね。うん。だからこう SMP みたいなので、それこそ SMP 化されちゃったりしたら、ね、完璧版が出るかもしれないですけどね。うん。そういう意味では結構楽しみな部分はありますよね。グランセイザーも。下手したら、そういうね、完璧なやつとかって、メカスマの方がやっちゃったりするかもしれないんですけどね。うん。メカスマが引き取ってくれたりして、モデロイドで。
チアさん、誘導ギャバンインフィニティをスピルバーン風に改造しながら聞いています。誘導サイズのツインブレードをフルスクラッチ完了しました。おー、あ、なるほど。ギャバンインフィニティをギャバン風にするってことですね。いや、それ素晴らしいですね。うん。やっぱ、うん、ギャバンインフィニティ、ちょっとデザイナー気になるのが、顎の部分ですよね。なんであれ顎の部分あんな感じ、もっさり感みたいな感じにしちゃったんですかね。ギャバンってもうちょっとシャープだったじゃないですか。だからあれ、シャープさをね、なんか顎の部分なんだと思うんですよ、僕ね。うん。あと、黒の部分が足りない。ギャバンインフィニティ。なんか、まあ、黒の部分は多いんですけど、なんだろう、効果的じゃないんですよね。なんか効果的じゃないんだよな。ギャバンって全体的にシルバーなのに黒が効果的なんですよね。だから締まるんですよね。だからそういう部分やっぱ色味の妙だったりすると思うし、だから結構いいかもしれないですね。ギャバンインフィニティをギャバン風にするっていう。で、そこでね、ちょっと色の妙で締めていくっていう風にやるのも、なかなか面白いアレンジの仕方なのかもしれないですね。オトカメライダーセイバーさん。自分特撮イエローの初期案や初期案のロボのデザインも大好きで推しです。みんな作ってこれは楽しいじゃないと受けないですね。自分も持っているソフビやフィギュアたくさん遊んで楽しいですね。見事ですね。誰も想像できない姿が登場するのがさらにすごいです。データ数はロボコン、カブタック、ロボタックポジションで5000ナイトはジャンパーソンに人造人間破壊だポジションでした。データスからデータスハイパー、カブタック、ロボタックを受け継いでいますね。多分もしかしたらなんですが、グリッドマンに登場したゴッドゼンノンダイナドラゴンは戦隊ロボトランスフォーマーがあったからこそ他のヒーローにも影響を与えたので深いです。なるほどね。確かに確かに。うんうんうん。なるほど。まあ確かにね、グリッドマンもね、いろいろつぶらやから出ましたけれども、つぶらやも思い切ったことしてますよね。で、またあれも宝でしたっけ？宝でしたっけ？最初のね、デラックスゴッドゼノン、とかね、出してたの。でやっぱり、過去のね、ロボットとかの、要素のね、集合体みたいなところあって、なんか集大成みたいな感じがあって、すげえのが出たなっていうのが当初の感覚でしたね。うん。ベースになったのはやっぱり、あれですよね。ロボット刑事ものの、メタルジャックですよね。メタルジャックもすごいですよね、あれね。でメタルジャックのすごい変態みたいな変形型機構を、もうさらにもうワンランクブラッシュアップしたのが、グリッドマンって感じですよね。だからグリッドマンってすごいですね。本当に。最初の時から結構意欲的なものだったりするし、ね、その後ね、年をまたいでね、SSSS でさらにね、また、実験台になって、世の中に旋風を巻き起こして、グリッドマンってすごいなと思います。はい、ということでですね、いろいろこの段階でかなり語る部分が多かったななんていうふうに思いますが、さらにここからですね、別バージョンのパワーアップをしていきたいと思います。まずはデータスの方を元に戻しまして、お次はこちら、ドドン。はい。5星グレートですね。こちらの5星グレートと、合体させて、ミスティック5星グレートに
合体していきたいと思います。まあ、こちらはね、かなり簡単なんですけれども、はい。先ほどの状態から顔をまたウイングで隠しまして、で、足が右左で逆向きになっているのはそのままに。今度はですね、こちらのエッグヘッダーの方の持ち手をですね、反転させまして、よここちらの軸の方の持ち手に変換しておきます。これね、結構硬いんですよね。棒があるとやりやすいです。でこの軸にしましたら、こちらの、はい、ミスティックランナーの方の足に、このような形で取り付けていきます。こんな感じ。はい、そうしましたら、首をですね、こんな斜めにして、で、顔もね、向きを実は変えられるんですね。こんな感じで、やってるのっていう感じの微妙な首の角度に調節しておきます。で、そうしましたら、こちらの、まあ、これは最後、後でいいか。こういう状態にしましたら、あとは5セグレートの肩の、ジョイントに合体します。合体。で、5セグレートの方は、ドラゴンソードを取り外して、ウィングを邪魔にならないように後ろ側に畳んでおきます。こういう状態か。はい。さあ、これで完成。ミスティック5000円グレートだイエイおー、完成いたしました。ちょっとね、重みに負けて、こういう風に、あ、できた。あ、ダメか。あ、できた。ミニプラなんでね、ちょっとカッコつけた感じの。おー、こんな感じで、5世グレートの時は、大きな武器を肩に、担いだっていう感じの強化形態になります。で、5世グレートの時も、こちらのストッパーを外すことによって、こんな感じでね、回転させてミニプラでも遊ぶことができるよと。こういう楽しい遊びができますっていう感じですね。うん。これも面白いですね。素晴らしい。またね、5世グレート、かっこいい5世グレートに、こういうね、大物の武器が付属、追加されるっていうのも非常に素晴らしいですよね。うん。はい。ということで、ミスティックブラザーと、強化形態を2パターンご紹介させていただきました。さあ、今回のメインコンテンツは、実はここからになります。もうね、すごい1時間40分喋ってますけど、ここからがメインというね。やばいな。また巻きになってきた。でも、ここからがね、語りたいポイントなんですね、実はね。うん。ドドン、ドドン。さあ、今回やりますのがこちら、ドドン。はい、5世グランドですね。こちらの5世グランドの方を、はい、やっていきたいと思います。まずは、5世マシンの方からご紹介していきたいと思います。はい。
最初のね、方に言いました通り、3号ロボになります五星グランド。こちらは3体の五星マシンを合体させることによって完成するロボットになっております。はい。で、こちらのは、真ん中にありますメインのマシンが五星グランディオンですね。五星グランディオンってね、すごいね、かっこいい戦車型の、はい、五星マシンになります。で、こちらの五星グランディオンの、先頭についてるこの獅子頭のね、部分が、グランディオンヘッダーですね。先ほどから出ております、五星ナイトに変形するヘッダーになっております。こちらもね、特殊なヘッダーなんですね。で、さらに、そこから、それらを、刺激しますヘッダーがシーレオンヘッダーですね。シーレオンヘッダーの合体するシーレオンですね。これは潜水艦をモチーフにした五星マシンになっております。ね。で、さらに、こちらはスカイオンヘッダーですね。はい、こちらはですね、飛行機っぽいんですけど、実は飛行船なんですよね。飛行船をモチーフにしている、えー、五星マシンになっております。ね。でこちらスカイクシークランディックっていう形で3つの力を合わせるという形になっております。はい。こちらのね、五星マシンとしての遊びっていうのは、正直特段ありません。ね、こちらは、デラックスにあったようなコロ走行もないので、これはこのまんまっていう感じですね。うん。でも先ほどもね、言ったように、先ほどのね、ここごめんなさい。展開するの忘れてた。はい。そちら、先ほどね、コメントにもありました通り、ちょっとね、スカイゼルっぽいっていうね、話がありましたね。うん。っていうのもあるようにね、いろいろこう、モチーフもあれどもですね、なかなかこう、インパクトがあって、でね、またね、飛行型メカとしてね、素晴らしくかっこいいなっていうふうに思います。うん。またミニプラになることによってね、さらになんかこう、ちょっとうん、尖った印象になっていて、すごく僕は好きですね。うん。スカイオンです。でシーレオンもね、なかなかかっこいい。うん。特段ね、何かギミックがあるわけではないんですけれども、うん。あの、マシン状態でね、すごくこう、よくまとまっていて、かっこいい感じだなと思いますね。色もね、深みのあるブルーですごくいいなと思います。やっぱりね、五星グランドってやっぱちょっと結構シックなんですよね。シックな感じ。ブラックベースの。だからそういう意味でも結構落ち着きのあるブルーですごくね、かっこよさっていうの、大人っぽいかっこよさっていうのが引き立ってるかななんていうふうに思います。で、メインなのがこのグランディオンですね。五星グランディオン。で、これがね、戦車なんですけど、ダンプですね。ダンプカー。これ、こっちですね。はい。ダンプを模している、五星マシンになっております。で、こちらに関しましては、この結構ね、ちゃんとあの形形がね、すごく細かく表現されている車輪がね、4輪ついてるんですけど、これはちゃんと回転しますので、はい、コロ走行が可能になっております。またね、こうかっこいいんですよね、マシン状態でね、本当に。これがね、すごくかっこいい。うん。デラックスのね、ご紹介した時もそうだ、申し上げたんですけれども、うん。めちゃくちゃかっこいいですよね、マシンとしてね。うん。
で、またこの背中がね、こうメカチックですごく。で、またね、ここにキャノン砲っぽいね、感じのね、造形があるので、なかなかこういうね、メカたちを、こんな感じでね、搭載遊びみたいなのがあってもいいかもしれないですね。こういうことできるのかな。無理か。こんな感じでね、背中にこう、乗っかることができるような。なんかあれこうなると、いよいよ兄弟院ですね。兄弟院もね、こういう合体攻撃ができるんですよ。この弟のグランゼルの上にスカイゼルが乗っかって、こういう状態でいくんですね。それで必殺技発射っつってここからビューンって出ていくんですけど、カタパルト。もしかしたらそういうのもあるかもしれないですね。モチーフがね。なるほど。これカタパルト攻撃ができる感じなのかな。それは定かではないんですけれども、はい、こういうことが可能になっております。はい。まあ、そんな感じの遊びがメインになってくるかなと思います。この状態では特段何かっていう感じはありませんね。ただまあ、これはね、あくまでも前回のね、合成マシンと同様なので、同じようにね、このヘッダーを交換することによって、はい、新しいマシンになる。こういうヘッダー交換ギミックをメインの主軸にして遊ぶっていうのが、おっと、今回もできるっていう感じですね。はい、こんな感じでヘッダーを交換して遊ぶことも可能です。なので、この状態での、マシン状態での遊びのね、根幹っていうのは、やっぱりこういうね、ヘッダーチェンジギミックなのかなと思います。すいません、失礼しました。はい。そして、取り外しましたので、ここで、この五星グランディオンのメインアイテムですよね。このグランディオンヘッダー。こちらをいよいよやっていきたいと思います。なんとですね、こちらの五星グランディオン。こちらヘッダーが外れまして、このライオンの頭になるんですけども、このライオンの頭が、なんと、ミニプラでもですね、変形ギミックがあるんですよね。このような形で変形させますと、なんと、はい、こちらで完成。五星ナイトだイエーイなんと、ちゃんと、あのヘッダーが五星ナイトに変形するんですよ。これすごいですよね。ミニプラですよ。しかも、かなり細かい変形をします。ね、今、お見せした通り、結構グリグリ回転させて変形させてますね。で、これだけちゃんとした人型になってるっていうのもすごいですよね。このヘッダーのチェンジギミック、これをね、当時のね、
やってるっていうのはすごいなぁと思います。ね、今のミニプラなんてね、ちょっとくるっと回転するのも全オミットみたいな感じじゃないですか。そこから考えると、異常な出来ですよね、これね。すごい。で、こちらがね、五星ナイトです。で、こちらのが五星ナイトで、追加戦士になりますね。うん、6番目の五星ジャーです。で、こちらの五星ジャー、五星ナイト、これが、先ほどもね、ずーっと再三ね、コメントにもありました通りね、五星ジャーの中でも超超超人気のキャラクターになって、追加戦士になっておりますね。で、物語の根幹をなすような戦士になってるんですよね。この五星ナイト、まあそうですね、さらっと言いますと、この彼っていうのが、もともとヘッダーなんですよ。他のブラザーヘッダーたちと同じランディックブラザーの中の一個みたいな、ランディック系の力を持ったヘッダーの一個だったんですよね。で、今回の現代のね、ゴセイジャーたちの戦いの以前にですね、1万年前にゴセイジャーたちとユーマ獣との戦いがあったんですよ。このストーリーが展開する前の段階ですよね。1万年前の話です。で、その当時に戦っていた、ブラザーヘッダーだったんですよね。で、なんとその時にゴセイジャーとして戦っていた戦士、五星天使の中のスカイク族の戦士だったのが、なんと今回の、ラスボス的な位置にいますブラジラなんですよ。ブラジラっていうのは今、ものすごいね、ラスボス的な存在になってるんですけれども、彼はね、もともと五星天使なんですね。で、この五星天使で、彼がスカイク族、現代でいうとこの新たですよね、の位置の戦士としてですね、戦ったんですね。で、必ず五星天使っていうのは3つの属性を持って、ね、それがオーブっていうね、力を発揮しなければ、ユーマ獣たちを撃退したり封印したりができないんですね。うん。なので、この3つの力が必ず必要なんですよ。で、1万年前の戦いでもそれが必要だったんですよね。だったんですけれども、1万年前は、それでですね、で、1万年前の戦いにおいて、ブラジラたちが戦った戦いの中において、彼らを助けたヘッダーの一つとして戦ってたのがこのグランディオンヘッダーだったんですね。で、グランディオンヘッダーは、ブラジラたち、五星戦士たちとの戦いにおいて、ユーマ獣を封印することに成功したんですけど、ところがですね、その戦いの中において、ちょっとブラジラは結構この効率重視というか、こんなのただ戦っててもしょうがないじゃんっていうことで、他のですね、ランディック族、シーク族の同族たちをですね、自分で殺しちゃうんですね。殺してその命をオーブにしちゃって、それを自分が取り込んで、すべての力を手に入れた形で、ユーマ獣をすべて封印することに成功するんですね。だから、それで星を守ったんですよ。守ったんだけど、その後ね、審問にかけられてしまって、やったとはいえ、そのね、味方をね、殺しちゃうのはいかがなものかと。いや、それは五星天使として、
地球を守るのは大事なことだけど、いや、それでもさっていうことで、ちょっとお叱りを受けてしまうんですね。で、追放されそうになるんですけど、ブラジラは、なんでそんなこと言われなきゃいけねえんだと。俺は間違っていないということでですね、その時の転送術で、未来に飛んじゃうんですね。1万年後の未来にすっ飛ぶっていう転送術をやったんですけど、その時の転送術はまだ完成したものじゃなかったんですよ。で、その時の五星天使たちから逃げ出すために、不完全な転送術で未来に行っちゃうんですね。だからその時に、まあ、もともと新たたちと同じだから人間だったんですよ。ブラジラも。人間の形をした五星天使だったんですね。ところが、不完全な転送術で時間をこう超越しちゃって未来に行っちゃったもんだから、体がぐっちゃぐちゃになっちゃうんですね。で、ぐちゃぐちゃになって、現代の怪物みたいな状態になるんですよね。で、その状態で宇宙に、遥か未来の宇宙に放り出されると。ただ、そこからね、自分の持っている転送術を使って、なんとか生き残って立身出世していくんですね。で、その上で、ゴセイジャーの戦いで出てきたような、ウォースターっていう、エイリアン集団ですよね。星々を渡り歩いてですね、そこの文明を滅び尽くすして、行くというのを唯一の目的とした、まあ、邪悪な精神の集団がウォースターっていうんですけれども、まあ、そこの中の一員としてのさばっていくっていう形で、その上でその後地球に襲来するっていう形を取るんですけれども、で彼が五星天使たちと最後の戦いをするときに、このかつて自分を刺激していたブラジラと、その後人格新しい力を得て、わやべ、少々お待ちください。失礼いたしました。新しい力を得て、ゴセイジャーとなったゴセイナイトですね。彼が、かつてのね、刺激者と、使われていたものとの、このね、関係性を超越してですね、ゴセイジャーとして戦うっていうね、そういう熱いドラマがあったわけなんです。で、かつては、そうやって、ブラジラは自分たちの仲間を殺してシークとかランディックの力を自分に取り込んで相手を封印したけれども、現代のゴセイジャーでも物語上同じような必要性に迫られた時があったんですよね。だけどその時に新たは他のね、ゴセイジャーたちが自分の命を賭してですね、新たに全てを託して、自分たちはどうなってもいいから、ユーマジたちを封印するっていう選択を拒んだんですね。それじゃダメだと。で、力を合わせて、相手を封印しきるっていうことに、振ったわけです。でかつて1万年前は、断り通りに、ブラジラが全ての力を手に入れた。で、それで戦い切ったんですけれども、現在はそういうことではなくて、
みんなで力を合わせれば、ね、他の五星天地たちの命をとさずとも、相手を倒し、ね、封印しきることができるっていう風に、戦ったわけですよ。で、そこが、1万年前と現代のゴセイジャーとのこの対比になっているっていう、そういう話なんですよね。うん。という、このゴセイナイトっていうのをキーパーソンにしてですね、このゴセイジャーの大きな話の流れっていうのがここでつながるわけなんです。という意味で、五星ナイトっていうのはそのキャラクター、ものすごい強いんですよ。で、何でもなんかこうね、理知的で、いろんなものを知ってるし、なんかこう、ね、ご聖者たちを導けるような、すごい、キャラクターっていうかね、戦士なんですけれども、それだけに及ばずですね、物語の中心にもなっているような、1万年前と現代のご聖者の戦いをつなぐ、そしてラスボスとの因縁も浅からぬ存在になっているという、ものすごい重要なポジションになっている。さらにかっこいい。そしてさらに強いっていうね。いろんな要素が詰まっているやつなんですよね。だからこそものすごい魅力的なんです。だからみんな大好き五星ナイトってこういうことなんですね。うん。話が長くなってしまって申し訳ございません。なのでね、先ほどもからね、もうずっと、おとっかめライダーセーバーさんがね、もう熱く語ってらっしゃるようにですね、この五星ナイトっていうのはものすごくこう、ね、視聴者にね、ものすごい強烈な印象を与えたと、こういう素晴らしいキャラクターだったわけですね。で、さらにですね、おもちゃ的な話を言ってしまえば、このね、五星ヘッダーのヘッダーが、こうやって人型に変形するって、これものすごいじゃないですか。で、これが変形して、ヘッダーとして、このね、グランディオンヘッダーとして、五星グランディオンとしてね、こう合体するのもさることながら、さらにもう一パターン、ロボのヘッドにもなる、ヘッドパーツにもなるんですよね。だから、言ってしまえば、トランスフォーマーのヘッドマスターのさらにすごいバージョンじゃないですか。って考えると、なんかこれ、そういう要素も盛り込んできたなという、なんかこうすごい、このね、ゴセイジャーっていうのは本当に要素もりもりなんだなっていうのを本当にね、まざまざと見せつけてくれるような、そういうすごいキャラ、おもちゃ的にもすごいキャラクターだなと思うんですよね。で、その話をする上で、ちょっとここでアレンジをしたいなというところがやってまいりました。ということでね、はい、五星グランディオン、ちょっとね、これアレンジしたいななんていうふうに思うんですけれども、このね、グランディオンヘッダーになってこう合体して五星グランディオンになりますので、マシンとしてめちゃめちゃかっこいいですっていうのは、もうこれでね、十分素晴らしいです。ただ、せっかくこれ五星ナイトがこうなるんだから、この五星ナイト外れたこいつも、単体でね、なんかいい感じになってくれたら、なおいいなと。トランスフォーマーのトランステクターみたいな感じでね、扱えたら、なおいいなって思うじゃないですか。なのでね、ちょっとそれをやりたいなと思います。まずね、このパーツ取り外しまして、ウィングパーツ、天面パーツ取り外します。で、天面パーツを左右逆、上下逆に取り付けます。こんな感じ。で、そうしましたら、こちらのパーツをひっくり返しまして、ここにこう取り付けと。で、足のパーツですね。このパーツを上にこう跳ね上げると。はい。さあ、これで完成。
グランディオンタンクだイエーイちょっとアレンジをさせていただいて、グランディオンタンクモードを作ってみました。で、これによってね、何ができるかというと、五星ナイトをここにですね、乗せることによって、はい。こういうこと。これがやりたかったんですよ。はい。戦車に五星ナイトが乗っかるというね。これ素晴らしくないですかねえ。グランディオンヘッダーとして合体するのはもういいんですけど、五星ナイトとしてさ、こう戦車をこう操るというね。乗れるっていう。で、こうなることによってね、こいつが人型に変形できるっていうのの意味も増すじゃないですか。これかっこいいですよね。僕ね、だからこう、五星ナイトはね、これは本当に、しかもね、これ胸パーツ、これかっこいいじゃないですか。だからこれね、ただのロボの胸パーツにするには惜しいですよねって思いまして。このような形をとってみました。おー、これ素晴らしい。ちょっとね、この段階で、はい、失礼いたしました。コメントいただいてますね。お得仮面ライダーセイバーさん、ミスティックコセグレート面白いです。考えた人すごいです。ねめちゃめちゃいいかったですね、あれもね。ライムさん、五星ナイトのいきなり巨大化からのヘッダーになって飛んでいくは、当時衝撃を受けましたね。いや、もうほんとそうですよね。なんか五星ナイトが、ヘッドマスターかっていうのがね、本当に衝撃的でしたよね、あれは。いやだからこう、まあ何でもありな戦隊だなっていうのは本当に思いましたし、またそれが五星ナイトだっていうのもものすごく良かったですよね。うん。フォトカメライダーセーバーさん、兄弟院ですね。わかります。兄弟院すごいですね。まさかね、確かに兄弟院だなとは思いましたけど、あ、なるほど。ここまで兄弟院っぽいと、確かにね、チワワさんがおっしゃるように、なんか兄弟をこうモチーフにしてる説がすごくこう濃厚になってきますよね。うん。チアンさん、当時五星ナイト五星グランド系列のメカを見てメタルヒーローやんって思いましたね。ああ、確かにね。うんうんうん。やっぱこう、ここになっていきなりメカメカチックになりましたもんね。うん。で、メタルだしね。で、どっちか言ったらこれメタルヒーローですもんね。感じ的にスーパー戦隊というよりかはね。あ、なるほど、そういうことか。だから、もしかしたら本当にスーパー戦隊以外のものも全部集約しようとしてたのかもしれないですね、ここで。メタルヒーローとしての要素や、ね、他の、ね、仮面ライダースーパー戦隊だけじゃない、まあ、ヒーローからの要素も取り込みつつ、で、宝に対抗する感じのね、ヘッドマスターギミックも搭載しつつみたいな、なんかこう、いろんな要素が
この五星グランドに全部ぶち込まれてるのかもしれないですね。なるほど。確かにそう言われてみれば、五星ナイトってメタルヒーローですよね。考えてみたら。メタルヒーローっぽいっすよね。うん、そうだそうだ。ね、色もシックっていうのも結構なんかメタルヒーローっぽいとこに通ずるものもありますよね。あ、言われてみれば本当にそうですね。ライムさん、自走法みたい。これね、素晴らしいですよね。うん。チアさん、オレ変形ランディクレオン、スコブルギャビオン感。もう、ここまで来るともう本当にメタルヒーローになっちゃいますよね。ギャビオーンってなりますよね。いや、でもこれ本当にいいなぁ。なんか、そうそうそう。これがね、これはね、本当にやりたかった。確かに、メタルヒーローって言われるとギャビオンですね、本当に。そうすると、こういう風に乗せたくなりますね、こうやって。トゥー、トゥーっつってこういう風に乗せたくなりますね。ああ、いいですね。なるほど。メタルヒーローだな、本当に。ああ、そうか。今気づかされました。確かに言われてみりゃそうだわ。はい。という感じで、五星マシンでの状態で、ございました。ここから合体してお待ちかねの五星グランドをやっていきたいと思います。はい、五星グランド。こちらはですね、なかなか面白い変形をいたします。まずね、ちょっと元に戻します。はい、こんな状態でしたね。最初に。はい、この状態からさらに変形させますのは、はい、ここにですね、ロックがありますので、外しまして、ウィングからこのパーツを取り外します。はい。そうしましたら、足ですね。この足のパーツ、底面のこのパーツ取り外しまして、車輪パーツを取り外しておきます。この車輪ユニットが結構かっこいい、ごっつい感じなんですけれども、はい。これをボディから取り外しまして、はい、この状態ですね。でこの状態は、から、引き起こしまして、で、このパーツにスカイオン。こちらスカイオンはウィングをすべて畳みまして、ぐっと、はい、起こしますと、こちらが足パーツになります。で、こちらを足に合体。はい。シーレオン。こちらはですね、このまんま起こすだけです。そうしましたら、こちらも足に合体。はい。このような形になりました。はい。取り外しました先ほどの車輪ユニット。こちらはこのまんま、ここに接続することによって腕パーツになります。こっちが腕パーツなんですよね。これがすごく面白い。足パーツと思いきや腕パーツっていうね。で、これによって腕がものすごくごつくなるんですよね。で、これがかっこいい。ね、こういう状態です。ごつい腕を持ったボディになります。で、先ほど取り外しました。こちらのパーツをブレストパーツとして胸に合体させます。おお。そうしましたら、我らが五星ナイトですね。でこいつを変形させます。頭を畳みましたら、足を前へ傾けまして、腕を少し背中側に回します。そうしましたら、この状態でヘッドオン。
しました。バイザーを展開して、さあ、これで完成。5000円グランドだイェイ。あ、間違えた。チアさんありがとう。こうですね。失礼いたしました。5000円グランドだイェイ。おー、合体できました。めちゃめちゃかっこいい。五星グレートとはまたちょっと毛色の違った武骨な感じの、すごいかっこいいスタイルですよね。いや、これでね、ものすごくこう、武骨でマッシブで、力強さがあってね。いや、これはめちゃくちゃかっこいいですね。で、またこの五星ナイトがさ、ライオン型ヘッダーとして、ちゃんと成立してたのに、ロボにもなってこれだけかっこよい顔になるってのも、すごいですよね。それでさらにちゃんと人型にもなるっていうね。しかもこれをミニプラでやってるっていうことですから、いや、これちょっと超絶すごいですよね。いや、これ今だったら絶対これやってない。だって、竜ソージャーの時だってオミットしましたからね。うん。でね、ボールジョイントでブスッと刺すだけの頭になっちゃったじゃないですか。うん。で、それ考えると、ちょっと破格のギミックですよね、これ。だからこうね、すごすぎる。五星ジャーのミニプラのクオリティ。他のミニプラも素晴らしいですけど、やっぱこれちょっとすごいよな。完成度がミニプラの。だから、10王者の時のミニプラもすげえって思いましたけど、5星ジャーのミニプラもすごいですよね、クオリティが。結構あんまりそこら辺ね、語られないですけど、いや、これ5星ジャーミニプラって、うん。いや、ちょっとね、もっとフューチャーされるべきですよ。すごい。クオリティがすごすぎる。かっこいいですね。こんな遊べるミニプラないよって感じ。先ほどのよ1号ロボの五星グレート。並べるとこんな感じですね。わあ、かっこいい。素晴らしいな。この対比です。ね。もうすごいシックで、ね、かっこいいですよね。また対比がすごい。シックでマッシブで大人って感じですよね。こっちはもうカラフルでスーパー戦隊でかっこいいって感じ。で、スーパー戦隊の中でもイケメンロボって感じなんですよね。で、こちらが毛色の違う2号ロボ。ドドン。こういうことですよね。うおー、すげえ。かっちょいい。いやー、これ満足感高いね。
ただのパチ組のミニプラなのに、いや、これはすごいな。これ以上いらないよってぐらい、すごい完璧ですね。いやー、やりきった感がある。まだなのに、全然。素晴らしいですね。これかっこいいな。ちょっとこれでなんかこう、一晩めでたい。それぐらいの満足感がすごいですね。えっと、フォトカメラだセーバーさん、大丈夫ですか？俺があった研究所。あ、先ほど一瞬止まっちゃったやつですね。すいません。あの、いろいろトラブルがちょっとちっちゃいトラブルがいろいろ起きちゃいまして。あれあれやべえって思って、ちょっと焦って直していましたら、無言になってしまって申し訳ございません。チェアさん、五世グランドでは先ほどね、教えていただいてありがとうございます。そう。本当にね、頭が今回ってなくて、ポケッとやっちゃいました。フォトカメラダセーバーさん、五世グランドかっこいいですね。お見事です。ありがとうございます。素晴らしい、かっこいいです。ありがとうございます。チャーさん、五世グランドは五世グレートデータスハイパーに比べて上半身マッシブなガチムチ感がとてもいい。いや、もう本当そうですね。だからなんかこう、本当ね、そう、あの、チャーさん言われて思いましたけど、確かにメタルヒーロー感すごいありますね。こうやって並べてみてもね。確かに毛色全然違うじゃないですか。って考えると、あ、そっかと思って、スーパー戦隊、メタルヒーローというか宇宙刑事系と、ね、カブタック系っていう感じの、なんか異色のラインナップって言われたら、確かになんか腑に落ちるなって今思いました。今思ったっていうか、ね、言われて思いましたね。そういうことかって思いましたね。って考えると確かにそうですよね。だからゴセイジャーって本当にもしかしたらそういう結構すごいメディアミックス考えてる戦隊だったのかもしれないですね。これは面白いですね。すごい視点だな。うん。ということはもう本当に、ゴセイジャーちょっと過小評価されすぎですね。もっと評価されていいかもしんない。いや、これは素晴らしい。オトカメラダセーバーさん、ものすごいこだわりのゴセイジャーのロボ、かっこいいですようですね。ゴセイグレートと一緒にかっこいいです。わかります。3人のロボの素晴らしいです。ジェットマンの3人ロボ以来の並びですね。大満足です。確かにね。ジェットマンもね、ジェットイカラスとね、3体のね、ロボが並んでかっこいいですもんね。もう、ということでね、ジェットマンと同じよろしくですね、いろいろ合体させていきたいと思います。ここから。ここからが本番です。やばい。すごい時間になっちゃった。ということで、やっていきたいと思います。まずは、こちら。2体合体して、グランドゴセイグレート。こちらの合体をさせていきたいと思います。さあ、こちらのグランドゴセイグレート、ちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、はい、ゴセイグレート、こちらの方からやっていきます。まずは腕を取り外します。で、ドラゴンヘッダー取り外します。で、こちら足組みのヘッダーも取り外します。でそうしましたら、つま先パーツは立てておきます。はい。で、そうしましたら、ドラゴンソードも取り外して、ゴセイグレートのイケメン顔も中にしまっておきます。そうしましたら、ウィングを後ろ側に回しまし
て、これで合体準備完成です。はい、そうしましたら、こちら、ゴセグランドですね。こちらはヘッダーをポッと取り外しまして、腕取り外します。胸取り外します。足も取り外します。そしてウィングパーツも取り外します。はい、このような形で全ばらし状態。はい、このような形で全ばらし状態にいたします。そうしましたら、まずはこちらですね、ボディパーツ。こちらの方は、背中のパネルを展開しましたら、ぐるっと回転。こちらもぐるっと回転。そうしましたら、5製グレートの、はい、ボディパーツに合体します。合体。そうしましたら、先ほどのパネルを腕の軸に接続して固定します。はい、こんな状態ですね。はい、そうしましたら、先ほど取り外しました腕パーツ。こちらは、アウトリガーを展開いたしましたら、上のパネルを跳ね上げます。反対側のパーツも同様に展開いたします。そうしましたら、足パーツに合体。こちらも合体。おー、これでかっこいい下駄になったわけですね。はい、そうしましたら、先ほど取り外しましたウィングパーツですね。はい、接続軸を畳みまして、しましたら、腰にですね、このジョイントを挟み込むような形で合体させます。合体。こちらも合体。はい。合体できました。さあ、そうしましたら、次が腕ですね。スカイオン。こちらのスカイオンは、はい、腕を伸ばしましたら、腕にそのまま合体。はい、シーレオンも同様に腕にそのまま合体。おー、合体できました。あ、ちょっと緩いな。あ、こうか。OK。はい、こんな感じで合体できました。はい、そうしましたら、5製グレートの腕ですね。腕パーツの方をこちらに合体。こちらも
腕パーツを合体。おー、これでマッシブな肩ができました。はい、そうしましたら、こちらのジョイントに足組みのヘッダーたちを合体させまして、さあ、そして武器ですね。ドラゴンソードの方に、はい、ブレストアーマーの方を接続いたしまして、こちらをでこちらに軸がありますので、この軸を展開して、持たせます。さあ、そうしましたら、ドラゴンヘッダーを胸に合体。最後に、グランディオンヘッダーをヘッドオン。そして角を割って、さあ、これで完成。グランド5世グレードだイェイおー、合体できました。そしてですね、さらにこの先端に各種ヘッダーを取り付けまして、こういう感じにいたします。おー、すげーかっこいい。おっと、腕が外れた。ちょっと遊びすぎてですね、これ腕がね、外れやすくなっちゃってるんですね。よいしょ。おー、めちゃめちゃかっちょいい。すごいなぁ。で、やっぱりね、前回のね、ハイパー5世グレートもそうだったんですけど、やっぱこう、立ち姿がさ、こう表情つけられると、もうべらぼうにかっこよくなりますね。やっぱデラックスの時も僕はすごい好きだったんですけど、グランド5世グレート。やっぱミニプラでこうポーズつけられるとちょっと破格ですね。とにかくこの脇が開けるっていうのがちょっとでかすぎる。股もね、開けるのもすごいし、8の字できるのもとんでもなくすごいけど、やっぱね、脇が開けるっていうのが、ちょっと異次元に素晴らしいですね。またかっこいいね。かっこいい。で、またこんだけね、いろいろゴテゴテくっついてんのに、このシンプルさよ、背中のね。いやー、これ破格にかっこいいね。で、こちらも、5世グレートの時と同様にですね、本来ね、これ、まっすぐで、こういうスイングしかできないものじゃないですか。だけど、これ、こういう風に曲げまして、こういう風に回転することによって、疑似的にですね、こういう感じの肘のね、可動みたいなのを疑似的に作ることができるんですよね。で、こちらも同様です。向きを変えて、ことで、こういう可動が使えるようになったんですよね。なので、軽いね、こういうアレンジだけで、いや、ちょっととんでもないね。おー、ちょっととんでもないね。おー、めちゃくちゃこれだけですげえかっこいい。グランド5世グレートめちゃくちゃすごいな。いや、こんなにかっこいいんですね。ミニプラニストこんなかっこいいんだ。ねえ、もう本当に、5セイジャーの中の最
強強化形態ぐらいの印象がありますけれども、いや、これね、めちゃくちゃ素晴らしいね。うん、かっこよすぎる。そしてね、このヘッダーをこうチェンジすることによって、いろんなパワーを使えるっていうことなんですよね。で、基本的には、こんな感じでね、ロボのヘッドになった武器をこんな感じで取り付けて戦う。各々のね、シークパワーとかランディックパワーとかをこれで使うっていうね、この武器にね、搭載して使うっていうのが、こちらのね、グランド5世グレートの、特徴です。でもまあ、これがね、一番なんかしっくりきますよね。うん。いや、でもね、これ、ちょっと、デラックスの時もすげえかっこいいなんて言ってましたけど、やっぱもうミニプラだと破格にかっこいいね。すごいわ。ちょっとミニプラ、またね、久しぶりにこう合体させてみて、いやもうちょっと本当に感動しちゃうね、これ。とてつもなくかっこよすぎる。こんなにかっこいいのってすごいよね。チャンさん、グランドゴセグレートみっちみちぎっちぎちなスーパー合体ロボですね。ああ、もう本当にそうですね。もうこれは、もうスーパー戦隊の強化合体ロボの中でも、本当にザ・スーパー合体って感じですよね。なのにこんなにめちゃんこかっこいいんだ。でしかもさ、すごいよね。5世グレートの段階でプロポーションって、ね、もう、完成されてるじゃないですか。でそこに上から合体して下から合体してるんですよ。だからここの胴体ってめちゃんこ長くなってるじゃないですか。でね、下駄履いてる状態だからバランスがめちゃくちゃ崩れるんですよね、普通。だから、グランド5世グレートの段階で、プロポーションとかめちゃくちゃになっちゃいそうなもんじゃないですか。それが何この、まとまってる、このまとまりを。これすごいよね。で、またこれ、ウイングがさ、中途半端なところからこうやって伸びてるじゃないですか。でもこれも、このね、腕のこの張り出し方、2段階のこの張り出し方の下にもう1段階で、6枚羽の祝天使っていう感じの、なんかこう、天使の中でも上位の存在みたいな感じに見せてますよね。なんとなくね。うん。でまたこう、ミニプラでここね、角度でアレンジできちゃうから、よりこうなりますよね。6枚羽の天使って感じを出してきますよね。だからここからのウイングでも何らの違和感がないんですよ。これデザインとしてすごいよな。このデザインは本当めちゃくちゃすごいし、これ稼働できるミニプラだからこそ、さらに完成されたかっこよさになってますね。いや、これはたまんないね。ちょっとたまんないわ。これね、せっかく顔がかっこいいから、こういう風にして顔も見せられるようにしましょう。おー、素晴らしい。
ライムさん、王道のグレート合体、下駄による、身長アップ、サイドスカートの追加と、みちみちな情報量。いや、もう本当そうですね。全身にわたって強化されているっていうね。もう本当に、すべてにおいて、変化していて、もうこれぞスーパー合体って感じですよね。またこう上半身のバランスもこうやってね、追加させる合体っていうのもまたこのね、スーパーターボロボ的なね、なんかこう、スーパー戦隊のスーパー合体の系譜を継いでるような感じもあって、なんか、すごくいいですね。めちゃくちゃいい。チアさん、スーパー合体が2パターンある戦隊ロボって珍しい。あー、本当ですね。前回やったハイパー5世グレートに、今度は別のロボがスーパー合体してグランド5世グレートになってるっていうパターンって確かに珍しいですね。スーパー、合体のバリエーションによるね、複数の、バリエーション合体は、いくらでもあるけど、スーパー合体がバリエーションあるっていうのは結構珍しいですよね。パッと思いつくのは、あれですか。竜ソージャーか。竜ソージャーとキューレンジャーキューレンジャーまあ、キューレンジャーはちょっと違うか。竜ソージャーか。ですよね。多段合体はあるけど、2種類のスーパー合体って珍しいですよね。確かに確かに。ライムさん。アルティメット来ても、机の上にこの状態で鎮座してました。確かに。やっぱりさ、なんか、ここで完成ですよね。うん。五星グレートはここでマックスだなーって思いますね。アルティメットはまあ物語上はあれでいいんですけど、ロボット玩具的にはこっちですよね。本当に。で、しかもね、アルティメット五星グレートっていうのは、あれは、新たがアドリブで出しただけの状態ですからね。物語上はね。だから、背中しょっただけだしね。これなんだよな、完成形って。それぐらいちょっと、これ破格ですね。いや、ちょっとこれ、さすが。ミニプラ5星じゃ、とんでもないクオリティ。と、ここまでやったんですけど、もう一つやりたかったのがこちらですよね。ドドン。ドドン。はい、残りのヘッダーとハイパー、データスハイパー。まあ、これがね、残っちゃってるわけじゃないですか。やっぱ全合体したいよねっていうね、この状態でね。ということで、ここから、なんと、全合体、メインどころをやっていきたいと思います。今日はちょっと、長すぎるな。すいませんね。なんか、申し訳ございません。でもね、ちょっとこれ本当にね、ミニプラ5セイジャーはちょっと本当完璧すぎるんで、ちょっとあんまりこう省略したくないんで、時間関係なくやっちゃいます。ということで、やっていきたいと思います。まずはですね、こちら取り外しましょう。で、ですね、僕は、まず、これ取り外します。こちらのヘッダーを取り外しまして、ヘッダーの構成を変えます。
で、こちらのヘッドも取り外します。はい。そうしましたら、こちらですね。あ、そうだ。こいつも忘れてました。はい、ミスティックも参加します。よっ。はい。ミスティックからこちらの、はい、ビッグヘッダーの方を取り外しまして、データスハイパーの方にくっつけておきます。そうしましたらデータスハイパーをこのような形で上に上げます。はい、そうしましたらこのままひっくり返しまして、こういう状態ですね。ガラッとチェンジって感じです。はい、そうしましたら、ここですね。五星グランドの足。こちらにこの軸を使って合体させます。合体。はい、こんな感じで合体できました。こんな感じですね。おー。はい、そうしましたら、各ヘッダーたちを取り付けていきます。まずは、どうやったっけな。はい、こちらですね。スカイクブラザー組を肩に取り付けていきます。はい、そしてですね、こちらのスカイオンのヘッダーを取り外しまして、で、こちらですね。こちらにメインどころのヘッダーを肩に取り付けます。そうしましたら、膝にメインどころ。はい、これによってね、象徴する部分にメインのゴセイジャーたちのヘッダーが取り付くことができました。ね。で、そうしましたら腕ですね。この腕、スカイオンヘッダーの代わりにタカヘッダーですね。タカヘッダーを取り付けます。おー、マッシブ。はい、そうしましたら、続きましてですね、背中側に回ります。背中に回りまして、で、はい、こちらの方に、残りのヘッダーたちをですね、取り付けていきます。こんな感じで背中に取り付けます。はい、そしてですね、そうしましたらこちらですね、グランディオンヘッダーに五星ナイトの方を変形させていきたいと思います。
グランディオンヘッダーを変形させる際は、このような形で手足を回転させていきます。このように変形させることによって、先ほどのかっこいいロボの頭部が、はい、かっこいいライオンの頭部に変形することができました。はい、そうしましたら、こちらのかっこいいライオンヘッドのグランディオンヘッダーを胸のヘッダーに合体。はい。胸ライオンにしちゃうわけですね。胸ライオンにしてしまいます。はい。そして、こちらですね。こちらの、武器は、これですね。装飾ヘッダー。これを取り付けることによって、激長武器にしておきます。そして、こちらの刃の方をちょっと向きを変えましたら、こちらのジョイントにスカイオンヘッダーします。そうしましたら、持ち手を展開しまして、持たせます。おー、ここまで来ました。そうしましたら、ドリルちゃんですね。サイちゃんです。サイちゃんはこちらに取り付けておきます。はい。ここまで来ましたら、頭部に使うのはこちらです。こちらのミスティックですね。ミスティックの方を先ほどの状態とはちょっと変更しまして、こういう感じにしていきます。で、このような形で向きを整えていきます。こんな感じですね。はい、そうしましたら、ここにドラゴンヘッダーとハイパーヘッチェンジヘッダーを取り付けます。さあ、そして、ちょっとこれがずれてますね。ここにヘッドオン。そして展開。さあ、これで完成。全合体ロボグレートグランド5世グレートだイエーイハイパーグランド5世グレートでいいか。ハイパーグランド5世グレートだイエーイおー合体できましたザ全合体ロボおー激盛りおーできました
めっちゃかっこいいでしょこれすごくない？そのね、特徴も出してるでしょ全合体の。ね、今までとも全然違うこのね、強烈なこの突き上げた角。さらにここにね、ちゃんと1号2号のヘッダーがくっついてる。ね、ドラゴンとハイパー。で、さらに3号のこうグランディオンがこの胸ライオンとしてきてね、胸ライオンですよ。このヘッダーの構成。これで1号、2号、3号のロボのヘッダーがこのね、胸周りと頭部周りに来てるというね。これです。で、さらに、両肩、両膝ということで、主要なヘッダーをここにまとめてきている。で、さらに肩の跳ね上げをスカイクたちによって強化するわけです。で、このね、腕のこのマッシブな、このいかんともしがたいこのね、超巨大ヘッダーのタカちゃんを腕に使うことによってね、よりこの腕の強化感を増すというね。うん。で、このね、ソーシャークを使うことによって獲物の長さ。これを出しました。でね、さらにこう、ハイパーを背負うことによって、こんな感じでね、背中側にもヘッダーたちをマシマシにすることができまして、これによってね、すべてのヘッダーをここに集約することができたと。またね、このロボが余らないっていうところに、すべての良さがありますよね。このね、ロボが余んないよっていうところが素晴らしい。これね、よくぞここにくっついてくれたですよね。何の改造もしてないですからね、これ。それによって、ハイパー5世グレートと同じようにここにね、背中に取り付けることができました。それによってね、残りのヘッダーたちもちゃんとジョイント数がね、満たされますので、ここで。で、もうちょっと言うと、これ今ね、ソーシャークヘッダーをデフォとして取り付けてますけど、ソーシャークヘッダーをね、取り外して、こういうのを代わりに取り付けていくっていう、このね、スロットとして、ここの背中を使えるっていうね、っていう設定です。だから、このソーシャークをこっちに取り付けて、ドリルをヘッドにつけてもいいんですよ。という設定。で、必殺技はスカイオンが取り付けた強化されたドラゴンソードを使うというね。これが必殺技モードで、ひっくり返すと特殊能力モードとして、いろんなヘッダーをここで速回引っかいして使えるというね。はい、何でもあり状態。という設定です。おー。そして、余剰パーツゼロ。ゼロです。これが素晴らしいよね。また何気にさ、ミスティックのこの顔も結構ちゃんと正統派にかっこいい顔してんだよね。うん。ここはちょっとね、そのまんまパチ組なんで、グリーンなんですけど、基本ここブラックなんですよ。だから顔もね、実は意外とちゃんと締まっててかっこいいんですよね。うん。で、ここブラックになるから、グランディオンヘッダーとの親和性も高まりますし、うん。最強強化ヘッドとしてね、非常に優秀なんですよね。あ、だから、これでもいいのか。これを、こうしまして、クワガヘッダーを
さらに、角強化。あ、この方がいいですね。あ、これにしよう。これにしましょう。あ、完全版だ。完全版ハイパーグレート5世グレートだ。あ、ハイパーグランド5世グレートだ。おお、完全版だ。おお、これですね。あ、これは素晴らしいぞ。このパターンだな。究極系。あ、なんてかっこいいんだろう。いやー、これだ。完成版だ。できました。全合体版の5世グレートです。いやー、これ、めちゃくちゃいいですね。で、またこんなにごちゃごちゃにご手盛りしてんのに、すごいかっこいいんですよ。ちゃんとプロポーションが。うわー、これはちょっとたまんねえな。いや、ほんとね、これがやりたかったんです。正味これがやりたくてやり始めたみたいなもんがありまして。いやー、ライオンヘッド、胸ライオンです、胸ライオン。はー、かっこいい。いや、ちょっとこれ、いいですね。いや、ちょっとこれ、感動だな。うん、これもうほんと、いや、マジで、ミニプラとしての遊びも含めたね、ミニプラの完成度っていう意味でも、いや、これ、ゴセイジャーのミニプラ、1に争いますよ。本当に。いや、めちゃくちゃ楽しい。無改造ですからね。再三言うようですけれども。無改造ですよ、これ。無改造でこんなにいろいろ楽しめる。いや、こんなスーパー戦隊ロボないよ。うん。最高に素晴らしい。ということでですね、今回なんとかめちゃくちゃ時間が、はい、押してしまいましたが、最後までやりたいことを貫くことができました。嬉しい。これとんでもない満足感ですね。いや、今回は本当に素晴らしい満足感です。あ、いっぱいいただいてますね。すいません。最後にコメントを読ませてください。はい、チュアさん、最後まで付き合いますぜ。ありがとうございます。大変遅くなってしまって申し訳ございません。チュアさん、かっこいい。ミスティックの頭部を使うとは思わなんだ。むしろここまで来るとミスティックの顔を専用造形にしたくなる。ああ、もうほんとそうわかります。あのね、この、どうしてもいかんせんね、一回使っちゃってる頭部だからね。うん。これ専用の頭部にしたいですよね。うん。あの、デラックスの時は作っちゃったんですよね、僕勝手にね。うん。やっぱ5世グレートのイケメン画を使いたかったから、イケメン画を5世グレートを複製して、それをね、専用マスクにしちゃったみたいな、そういう感じの、デラックスの時は、俺改造をしちゃったんですけど、まあ、今回はね、無改造で言ってたので、まあ、こういう形になったんですが、うん。まあ、これもね、もちろんすごいかっこいいからいいんですけどね。うん。まあ、確かに専用顔にしたいなっていうのはわかります。ライムさん、こんな合体してもプロポーション崩れない不思議。ミスティックの使い方、秀逸さ。
恐れ入った。ありがとうございます。ありがとうございます。この角いいでしょ、この角。ね。で、これによってさ、なんだろう、グランド五世グレートからも、またちょっと、ここで、差別化を図っております。印象を全然ガラッと変えるパーツはここっていう感じで。で、なんか王者感がすごく出たというかね。うん。このね、跳ね出しが、ね、グランド五世グレートは6枚羽っていう感じでなってましたけど、今回もね、こう、1、2、3、1、2、3っていう感じで。で、さらにここにね、大行な突起があって、で、ここに角もあるみたいなね。うん。そういう感じのシルエットを作っております。チアさん、どの頭部ヘッダーを持ってきても、顔を隠してくれるミスティックがいい仕事をしてますね。いやーもうほんと、おっしゃる通りですね。ここをね、爪で隠してくれるんですよね、顔をね。うん。とっても素晴らしいミスティック。ね、あんまりね、この、ゴセイジャーをね、触らないうちとか、ミニプラを触らないうちは、ミスティックはどっちか言ったらやっぱこう変わり種のヘッダーっていう感じで、まあちょっとね、賑やかし程度の、はい、扱いを受けてしまいがちなんですけど、こうミニプラになった途端に、いい仕事をするんですよね、こいつがね。うん。こいつなしでは語れない。なんと素晴らしいんだろう。ゴセイジャーミニプラの世界。いやー、これちょっとね、前回もね、終始しちゃったんですけれども、いやもう本当に、ゴセイジャーってミニプラが最高ですね。いや、デラックスもすごい好きですけど、いや、こんなかっこいいのないよ、本当に。満足感もすごい。やっぱね、パチ組で、ことパチ組で遊ぶなら、ゴセージャーですね。うん。ひょっとしたら一番楽しいかも。あ、あれも楽しいか。獣王ジャーも。いや、コーツつけがたいぐらい楽しいな。遊びのね、バリエーションがちょっとえぐいね。うん。いやー、ちょっと、遊んじゃったな。遊びました。ということでですね、大変長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。いやー、最後までできてよかった。ということでですね、ちょっと大変盛り上がってしまいました。前回にね、引き続いて大変盛り上がってしまいましたミニプラゴセイジャーシリーズですけれども、まだね、最後にアルティメットが残ってるんですよね。アルティメットが。だからもうなんかこれで、なんかこう完璧になっちゃったから、これ以上どうしようって思いますけどね。うん。なのでちょっと次回は、アルティメットになるかどうかはわかりません。が、アルティメットするんだったらもう、ここからさらにアルティメットを足してしまうかもしれませんが、はい。予定は未定です。いやーもうほんと今週は楽しかった。ということでですね、はい、ミニプラ個性茶シリーズ、めちゃめちゃ遊んでしまいました。いやー楽しかったな。ということでですね、来週も、楽しい企画をご用意いたしまして、生配信をやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、お時間がございましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。